以上が王国北方で起こった空賊事件の顛末さ。ああ、没落したカプア家の連中がこんなところに流れてくるとはね。王国から問い合わせがあるかもしれないから適当にあしらってくれ。結局彼には会えなかった。どうやらトラブルが発生したらしい。空賊事件との関係は未だ不明だが、別の勢力が動いているのは間違いない。そうでもないのさ。面白い連中と知り合いになれたよ。料理もうまいし美人も多い。この国はなかなか肌に合っている。いっそ永住しちゃおっかななんて。分かった分かった、そんなに怖い声を出さないでくれ。そちらの方は引き続き頼む。くれぐれも最小殿に気づかれるな。また連絡するよ、親友。相変わらずからかいがいのある男だな。融通の利かないところが可愛いというかなんというか。携帯用の小型通信機ね。ずいぶん洒落たものを持ち歩いているじゃないの。シェラ君。サイスの中央工房ですら実用化してないオーブメントを持っているなんてね。あんた一体何者なの？水臭いことを言わないでくれたまえ。漂白の詩人にして天才演奏家オリビエ・レンハイムのことは君もよく知っているはずだろう。だがもっと知りたいのであれば、いわゆるピロートークというやつで。悪いけどマジなの。道化ごっこは通用しないわよ。エレボニア帝国の諜報員さん。銀線の名はどうやら伊達じゃなさそうだね。エステル君たちの前では気づかぬふりをしていたわけか。これ以上あの子たちに余計な心配をかけたくないもの。それじゃ詳しいことをサクサク喋ってもらおうかしら。あんたの目的はどうしてリベールに潜入したの？その前に2つほど訂正させてくれるかな。まず道化ごっこはしていない。僕の場合これが地の性格でね。擬態でも何でもなかったりする。ああ、そうでしょうとも。ワインをただ飲みしたのだって飲みたいからやったんでしょうよ。ただしその後門に連行されて情報を集めることまで計算してね。私たちと合流することまで狙っていたとは思えないけど。そのあたりは想像にお任せするよ。訂正するのはもう一つ。この装置はオーブメントじゃない。帝国で出土したアーティファクトさ。あらゆる動力通信機と交信が可能で暗号化も可能だから傍受の心配もない。忙しい身には何かと重宝するのだよ。アーティファクト、七曜協会が管理している生物か。ますますもってあんたの狙いが知りたくなってきたわね。いやんばっかん、シェラ君がエッチ。ミステリアスな美人の謎はむやみに詮索するもんじゃなくてよ。本物の女に近づきたい？私の無知で手伝ってあげるけど。やだなシェラ君、目が笑ってないんですけど。まあ冗談は置いとくとして。たく、最初から素直に話しなさいよ。お察しの通り僕の立場は帝国の諜報員のようなものさ。だが工作を仕掛けたり極秘情報を盗むつもりはない。ある人物に会いに来ただけなんだ。
ある人物。君もよく知っている人物だよ。王国軍にその人ありと謳われた最高の剣士にして希代の戦略家、大陸に5人といない特別な称号を持つ遊撃士、剣聖カシウス・ブライト、その人さ。さてと、王国全土を回るなら次の目的地はルーアン地方ね。どういうルートで行けばいいのかな。それなんだけど、本当に定期船は使わないのかい？歩いて行ったらかなりの遠回りになると思うけど。シェラ姉が言ってたじゃない。まずは自分が守るべき場所を実際に歩いて確かめてみろって。お、これって父さんの言葉だっけ？まあ確かに時間はあるからのんびり行くのも悪くはないか。定期船の運賃も節約できるしね。そうそう、運賃が浮いた分はボースマーケットで買い物しましょう。何せ空賊騒ぎの時は落ち着いて買い物できなかったし、出発はそれからでもいいんじゃない？それは構わないけど、あんまり無駄遣いしないようにね。ちなみにルーアン地方に入るには西のクローネ峠を越える必要がある。買い物が済んだら西口から出よう。オッケー、西口ね。
どこかで見たような顔だぜ。いや、せっかくだがさっき食っちまったばかりだ。寝床を貸してくれるだけでいい。さてと、おっさんの子供たちだったか。なんだってこんな場所に泊まってやがる。シェラザードはどうしたんだ。声優劇士、歩いて王国一周だ。ずいぶんとのんきなガキどもだな。お前らみたいなガキが簡単に声優劇士になれるわけねえだろ。常識で考えろよ、常識で。その話か。ルグランじいさんから聞いたぜ。それじゃあ聞くが、仮にお前らしかいなかったらその事件解決できたと思うか。シェラザードの手を借りずにお前たち自身の力だけでだぞ。ま、当然だろうな。お前らは新米で、しかもガキだ。力もなけりゃ経験も足らねえ。とっさの判断もできねえはずだ。それを忘れて浮かれてると、いつか必ず足元をすくわれるぞ。アホ、鍛え方が違うんだよ。それに俺の方は仕事だ。物見湯さんの旅と一緒にすんな。ああ、お前らの親父に強引に押し付けられた。さてと、明日は早いし、とっとと休ませてもらうぜ。お前らも喋ってないで寝ろや。ああ、もううるせえな。ガキが余計なことに首を突っ込んだらやけどするぞ。とっととルーアンに行って掲示板の仕事でもしていやがれ。それがお前らにはお似合いだぜ。
何かあったみたいだね。様子を見てくる。お前らとっとと寝とけ。ちょっと待ちなさいよ。念のため僕たちも行った方が良さそうだね。もちろんよ。狼の群れ。大変。早く加勢しなくちゃ。こらやめとけ。なんで止めるのよ。あんたそれでも遊撃士なの？勘違いするんじゃねえ。関所を守るのは軍の仕事だ。ここの連中は連度も高いからすぐに撃退できるだろうよ。余計なおせっかいってもんだろうが。そんなこと。彼の言う通りだ。これは自分たちの仕事さ。嬢ちゃんたちは中に入ってな。でもどうなってるの？エステル、反対側だ。ルーアン方面の出口でも何かが起こったらしい。なんですって？すごい。噂以上の破壊力だね。包囲するつもりかよ。犬っころのくせに割と知恵が働くじゃねえか。加勢するわよ。こら引っ込んでろ。ふーんだ、私たちの勝手だもんね。邪魔にならないように手伝わせてもらいますから。って勝手にしやがれ。せいぜい俺の銃剣に巻き込まれないよう注意しとけよ。させるかよ。お返しよ。許さないわ。みんな行くわよ。ざけんな。帰る銃剣か。あんなものをよく軽々と振り回せるわね。まとめて相手だ。かといって力押しだけじゃない。さすがは声優劇士。勉強になるな。いいから黙って集中しやがれ。どんどん行きましょう。ファイナルブレイカー。ざまあねお願いします。え。仕方ねえ。もらったぜ。いつでも行ける。気張っていくぞ。一網打尽だ。気張っていきましょ本気。これは効くよ。遅い。下がれ。う。おまけよ。しまいだ。もっと早く。行くわよ。まとめて蹴散らすわ。行くわよ。遅い。僕が相手だ。これは効くよ。
急げ。おまけよ。芝居だ。頼むよ。なんとかやっつけたわね。数も多かったし、なかなか手強い相手だった。思ったよりもやるみたいだな。ま、あのおっさんの手ほどきを受けていたんだったら当然か。勘違いするなよ。あくまで新米としてはだ。まだまだ声優劇士には遠いぜ。おい、そっちは大丈夫か？ああ、問題ない。一匹残らず片付けたぞ。気絶していたやつはどうだ？思ったよりも軽傷だ。お前がいてくれて助かったよ。さすが銃剣のアガットだぜ。大したことはしてねえよ。それにこのガキどもがそこそこ働いてくれたからな。そうなのか。嬢ちゃんたちありがとうな。自分たちは念のため周辺をパトロールするつもりだ。君たちは中に入ってゆっくりと休んでくれ。なあ、気をつけろよ。さてと、寝直すとするか。もう危険は去ったはずだ。お前らもおとなしく寝ておきな。どうなってんの？あの口が悪いやつが私たちを褒めるなんて。少しは僕たちの実力を認めてくれたのかもしれないね。思ったよりもまっすぐな人なんじゃないかな。とてもそうは思えないけど、まあ確かにでかい口を叩くだけはあるわね。
エステル？見て見て、ヨシュア、海よ海。はいはい、言われなくても分かってるよ。青くてキラキラしてめちゃめちゃ広いわね。それに潮騒の音と一面に漂う潮の香り。これぞ海って感じよね。エステル、海を見るのは初めて？昔父さんと定期船に乗った時ちらっと見た記憶はあるんだけど、こんなに間近で見るのはひょっとしたら初めてかもしれない。そっか、僕も海は久しぶりだな。定期船を使わずに歩いてきた甲斐があったね。なんだか達成感があるよね。ここはさっき調べたばかりね。雑貨屋さんにもいなかったし。困ったわ。どこに行っちゃったのかしら。よっしゃ、ほらほら早く。ちょっとエステル、前を向いて歩かないと。ごめんね、大丈夫？私が前を見てなかったから。いえ、大丈夫です。すみません、私の方こそよそ見をしてしまって。あ、そうなんだ。じゃあおあいこって
ってことで。まったくエステル何やってるのさ。よしお、どうしたの？いや、ごめんね、連れが迷惑かけちゃって。どこにも怪我はないかな？はい、大丈夫です。私も人を探していて、それでよそ見をしてしまって。誰を探してるの？帽子をかぶった10歳くらいの男の子なんですけど、どこかで見かけませんでした？帽子をかぶった男の子。よしは見かけたりした？いや、ちょっと見覚えがないな。そうですか。どこに行っちゃったのかしら。私これで失礼します。どうもお手数をおかけしました。ヨシュア？ねえ、ヨシュアってば。どうしたの？どうしたもこうしたも。もしかして。なるほど、そういうことか。なんか激しく勘違いしてない？照れない照れない。一目会ったその時から恋の花咲くこともあるってね。違います。ただ昔の知り合いにほんの少し似ていただけだよ。それでちょっと驚いただけさ。へえ、ほう、ふん、昔の知り合いに似ているね。口説き文句としては30点かな。ところでエステル、あの子の制服見覚えない？そういえばジョゼットが変装に使ってたなんとか学園ってところの制服？ジェニス王立学園だよ。このルーアン地方にあるらしいから見かけても不思議じゃないけどね。今のが本物なんだ。なんか清楚で礼儀正しくて頭も良さそうだったわね。生意気ぼくっことは大違いだわ。何言ってるんだか。ジョゼットと最初に会った時完全に騙されていたくせに。そういや、あの時も僕のことをからかっていたよね。まあそれでまんまと騙されたら世話ないんだけど。人をからかう暇があったらもうちょっと観察力を養った方がいいんじゃないの？わかった、わかりました。もうからかったりしません。わかればよろしい。さてと、それじゃあ展望台でお昼ご飯にしようか。絶景ね。海が一望にできるね。こんな場所で食事なんてすっごく贅沢な気分じゃない？確かに気持ちよさそうだ。早速ランチをいただこうか。お腹空いちゃった。私のはスモークハムのサンドイッチね。香ばしい匂いがする。僕のは魚介類のパエリアだね。サフランのいい香りがするな。それじゃあいただきます。いただきます。それじゃあまずは一口と。香ばしくて美味しい。レタスもシャキシャキしてる。パエリアも美味しいよ。サフランの香りが効いてて。
バーテンさんいい腕してるな。ちょっと一口ちょうだい。私パエリアってちゃんと食べたことないのよね。いいけどランチボックスを交換しようか。もう手が塞がってるから面倒だし、ヨシアが食べさせてよ。食べさせてって。もちろんそれはちょっと恥ずかしいんだけど。いいじゃない、誰も見てないんだし。子供っぽいことしても笑われる心配はないってば。そういう意味で恥ずかしいんじゃないんだけど、まったく仕方ないな。デリシャス。これぞ海岸地方の代表料理よね。なんていうか独特の香りが食欲をそそっちゃうというか。はいはい、よかったね。なんか投げやり。へい、これでも食らえ。いや、美味しいんだけどいきなり口に突っ込まないでよ。参ったか。美味しかった。サービスでもらったハーブティーも絶品だったね。体が温まって軽くなってくるっていうか、潮風も気持ちいいし、なんだか眠くなってきちゃった。食べた直後に寝ると牛になるよって言いたいところだけど、食後のシエスタもたまにはいいかもしれないね。あれ？ねえねえ、今の鳥カモメにしては大きくなかった？そうだね、翼の形も違うしくちばしも鋭かった。タカか足なんじゃないかな。白いタカ、珍しいものを見ちゃったね。何かいいことが起こりそうな気がしてきたわ。そうだといいね。ところで眠気はなくなったんじゃない？残念ながら。ならそろそろ出発しようか。今日中にルーアン支部で所属変更の手続きがしたいしね。それもそっか。わかった。名残惜しいけど出発しましょう。ごめん、ちょっと人探しをしててさ。あれ、姉ちゃんたちこの辺で見かけない顔じゃん？なんだよ。そうそう、オイラが探してる人と一緒だよ。どこで会ったの？いいよ、どこに行ったか見当つくしさ。そんじゃバイバイ。
クラムったらどこに行ってたのよもう。クローゼお姉ちゃんすごく心配してたんだからね。まあいいじゃんか。おかげですっげえものが手に入ったんだからさ。なんなのクラムちゃん見て驚くなよ。のんきそうな姉ちゃんからまんまと拝借したんだけど。ん。誰がのんきですって。どうしてここに。ふふん、ブレイサーをなめないでよね。あんたみたいな悪ガキがどこにいるのかなんてすぐに分かっちゃうんだから。くそー、捕まってたまるかってんだ。こら待ちなさい。お兄さんどうなっちゃってるんですか？クラムちゃんまた何かやったの？騒がしくしちゃってごめんね。ちくしょう、離せってば。児童虐待で訴えるぞ。なーにしゃらくさいこと言ってくれちゃってるかな。あたしの紋章さっさと返しなさいっての。オイラが取ったっていう証拠でもあんのかよ。証拠はないけどこうして調べればわかるわよ。やめろよくすぐったいだろ。乱暴女。ほれほれ抵抗はやめて出すもの出しなさいっての。ジーク。なんなの今の。その子から離れてください。それ以上乱暴をするなら私が相手になりおろ。あ、さっきのマノリアでお会いした。
黒瀬姉ちゃん。おいら何もしてないのにこの姉ちゃんがいじめるんだ。何が何もしてないよ。私の紋章を取ったくせに。だったら証拠を見せてみろよ。あ、くすぐるのはなしだかな。いや、また会ったね。その説はどうも。すみません。私てっきり強盗が入ったのかと思って。それでどういった事情なんでしょう。黒瀬お姉ちゃん、そんなの決まってるわよ。どうせクラムがまた悪さでもしたんでしょ。ねえお姉ちゃん、もうアップルパイできた？もうちょっと待っててね。焼き上がるまで時間がかかるの。この悪ガキ！乱暴女！まったくクラムってば、いつまでたってもガキなんだから。アップルパイまだかな。なんだかややこしい事態になってるね。私もそんな気がします。あらあら、何ですかこの騒ぎは。テレサ先生。詳しい事情は分かりませんが、どうやらまたクラムが何かしでかしたみたいですね。失礼だな。おいら何もやってないよ。この乱暴な姉ちゃんが言いがかりをつけてきたんだ。誰が乱暴な姉ちゃんよ。あらあら、困りましたね。クラム、本当にやっていないのですか？当たり前じゃん。エイドス様にも誓えますか？誓えるよ。そう。さっきバッジみたいなものが子供部屋に落ちていたけど、あなたのものじゃありませんね。だっておいらズボンのポケットに入れて。やっぱり。も見事な誘導ですね。クラム、もう言い逃れはできませんよ。取ってしまったものをそちらの方にお返ししなさい。分かったよ。返せばいいんだろ。返せば。おっと、んだ、あばよ。クラム君。大丈夫。頭が冷えたらちゃんと戻ってくるでしょ。それよりここで立ち話をするのもなんですね。詳しい話はお茶を飲みながら伺わせていただけないかしら。
か綺麗な街ね。海の青、建物の白、眩しいくらいのコントラスト。まさに開港都市って感じだね。いろいろと見どころの多い街なんです。すぐ近くに灯台のある海沿いの小公園もありますし、街の裏手にある教会堂も面白い形をしているんですよ。でもやっぱり一番の見どころはラングランド大橋かしら。ラングランド大橋？こちらと川向こうの南外湖を結ぶ大きな橋です。巻き上げ装置を使った跳ね橋になっているんですよ。跳ね橋か。
それはちょっと面白そうだな。あと遊撃士協会の支部は表通りの真ん中にあります。ちょうど大橋の手前ですね。オッケー、まずはそっちに寄ってみましょう。おや、お嬢ちゃんたち、何か依頼でもあるのかい？受付のジャンは2階で客と打ち合わせ中なんだ。困ったことがあるなら私が代わりに聞くけど。その紋章、なんだ同業者じゃないか。私の名はカルナ、このルーアン支部に所属してる。見かけない顔だけど新人かい？エステルとヨシュア。そうか、あんたたちがロレントから来た新人だね。ボスじゃシェラザードと大活躍したそうじゃないか。ああ、ジャンのやつが有望な新人が来るって言ってたからね。しかし転属手続きをするなら彼の用事が終わらないとダメだね。しばらく町の見物でもして時間を潰してきたらどうだい？ああ、楽しんでおいで。待ちな、嬢ちゃんたち。
ち？おっと、こりゃ確かに当たりみたいだな。珍しく女の声が聞こえてきたかと思えば。何かご用でしょうか？さっきからここらをぶらついてるからさ。暇なんだったら俺たちと遊ばないかなって。何よ、今時ナンパ？悪いけど私たちルーアン見物の最中なの。他を当たってくれない？お、その強気な態度、俺ちょっとタイプかも。見物がしたいんだったら俺たちが案内してやろうじゃねえか。そんな生っ白い小僧なんか放っておいて俺たちと楽しもうぜ。ちょっと、何が生っ白い小僧よ。あんたたちみたいなど素人束になってもヨシュアには。いいよエステル、別に気にしてないから。君が怒っても仕方ないだろ。でも何この僕、余裕かましてくれてんじゃん。ムカつくガキだぜ。上玉二人とイチャつきやがって。世間の厳しさってやつを教えてやる必要がありそうだね。ちょっとやめてください。僕の態度が気に入らなかったなら謝りますけど、彼女たちに手を出したら手加減しませんよ。なんだこいつ。はったりだ、はったり。女の前でカッコつけたくなる気持ちもわかるけどな。あんまり無理をしすぎると大怪我をすることになるぜ。お前たち何をしているんだ？うるせえやつが来やがったな。お前たちは懲りもせずまた騒動を起こしたりして、いい年をして恥ずかしいとは思わないのか？うるせえ、てめえの知ったことかよ。市長の腰巾着が。なんだと？おや、呼んだかね？誰も？誰なのかな。すごく威厳ありそうな人だけど。ルーアン市長のダルモア氏です。お若い方は秘書をされているギルバートさんと言ったかしら。このルーアンは自由と伝統の町だ。君たちの服装や言動についてとやかく文句を言うつもりはない。しかし他人に、しかも旅行客に迷惑をかけるというなら話は別だ。うるせえや、この貴族崩れの金満市長が。てめえに説教される覚えはねえ。無礼な口を聞くんじゃない。いい加減にしないとまた遊撃士協会に通報するぞ。何かというと遊撃士かよ。ちった自分の力で何とかするつもりはないわけ？たとえ通報されたとしても奴らが来るまで時間がある。とりあえず人暴れしてからとんずらしたっていいんだぜ。悪いんだけど、通報するまでもなくすでにここにいたりして。何？この後に及んでこの紋章に気づかないなんてね。あんたたち目が悪いんじゃない？それは遊撃士のバッジ。じゃあこっちの小僧も。そういうことになりますね。どうすんだ。まさかこんなガキどもが遊撃士なんて。なーに構うもんか。遊撃士とはいえただの女子供じゃねえか。バカ野郎、見かけで判断するんじゃねえ。
ついこの間3人がかりで女遊撃士と戦ってのされちまったのを忘れたか。それになんといってもあの人と同じなんだぞ。今日のところは見逃してやら。今度会ったらただじゃおかねえ。あばよ。なんていうか、めちゃめちゃ陳腐な捨て台詞ね。まあ、ああいうのがお約束なんじゃないのかな。すまなかったね君たち。町の者が迷惑をかけてしまった。申し遅れたが、私はルーアン市の市長を務めているダルモアという。こちらは私の秘書を務めてくれているギルバート君だ。よろしく。君たちは遊撃士だそうだね。あ、ロレント地方から来た遊撃士のエステルって言います。同じくヨシュアと言います。そういえば受付のジャン君が有望な新人が来るようなことを言っていたが、ひょっとして君たちのことかね。有望かどうかはわからないけど、しばらくルーアン地方で働かせてもらおうと思っています。ああ、それは助かるよ。今いろいろと大変な時期でね。君たちの力を借りることがあるかもしれないから、その時はよろしく頼むよ。大変な時期ですか。まあ詳しい話はジャン君から聞いてくれたまえ。ところでそちらのお嬢さんは王立学園の生徒のようだが。はい、王立学園2年生のクローゼ・リンツと申します。お初にお目にかかります。そうか、コリンズ学園長とは懇意にさせてもらっているよ。そういえばギルバート君も王立学園の卒業生だったね。ええ、そうです。クローゼ君と言ったかい。君の噂はいろいろと聞いているよ。生徒会長のジル君と一緒に首席の座を争っているそうだね。優秀な後輩がいて、僕も OB として鼻が高いよ。そんな、恐縮です。今度の学園祭は私も非常に楽しみにしている。どうか頑張ってくれたまえ。はい、精一杯頑張ります。それじゃあ私たちはこれで失礼するよ。先ほどの連中が迷惑をかけたら私のところまで連絡してくれたまえ。ルーアン市長としてしかるべき対応をさせていただこう。なんていうか、やたらと威厳がある人よね。確かに立ち振る舞いといい、市長としての貫禄は十分だね。ダルモア家といえばかつての大貴族の家柄ですから、貴族制が廃止されたとはいえ未だに上流階級の代表者と言われている方だそうです。なんか住む世界が違うわね。しかしそれにしても柄の悪い連中もいたもんね。そうですね、ちょっと驚いちゃいました。ごめんなさい、不用意な場所に案内してしまったみたいです。君が謝ることはないよ。ただわざわざ彼らを挑発に行くことはなさそうだね。総国閣の一番奥をたまり場にしてるみたいだから、なるべく近づかないようにしよう。納得いかないけど仕方ないか。いらっしゃい。遊撃士協会へようこそ。おや、クローゼ君じゃないか。また学園長の頼みで魔獣退治の依頼に来たのかい。あ、わかった。学園祭の時の警備の依頼かな。あれ、そういえば学園の生徒じゃなさそうだけど。
待てよ、その紋章は。ああ、君たちがエステル君とヨシュア君か。いやー、ほんとよく来てくれた。ボース支部から連絡があって、今か今かと待ちかねていたんだ。僕の名前はジャン。ルーアン支部の受付をしている。君たちの監督を含め、これからいろいろとサポートさせてもらうよ。二人ともよろしくな。君たちにはいろいろと期待しているよ。なんといってもあの空賊事件を見事解決した立役者だからな。謙遜することはない。ルグランじいさんも褒めてたぞ。早速転属手続きをするから書類にサインしてくれるかい？さあさあ、今すぐにでも。うんうん、これで君たちもルーアン支部の所属というわけだ。いやー、この忙しい時期によくルーアンに来てくれたよ。もう逃がさないからね。事件というほどじゃないけどね。実は今王家の偉い人がこのルーアン市に来ているのさ。まさか。王族の一人であるのは間違いないそうだけどね。なんでもルーアン氏の視察にいらっしゃったんだとさ。なんといっても王家の一員だ。万が一のことがあるといけないとダルモア市長がえらく心配してね。ルーアン市街の警備を強化するよう依頼に来たんだよ。まあ確かに港の方には跳ねっ返りの連中がいるからね。そちらの方に目を光らせてほしいということだろう。なんだ、知っているのかい？そうか、総国閣の奥に行ったのか。あそこはレイブンと名乗ってる不良グループのたまり場なんだ。君たちに絡んできたのはグループのリーダー格を務める青年たちだろう。少し前まではおとなしかったんだが、最近タガが緩んでるみたいでね。市長の心配ももっともなんだが、こちとら地方全体をカバーしなくちゃならないんだ。とまあそんなわけで本当に人手不足で困っていてね。君たちが来てくれて感謝感激、雨あられなんだよ。ああ、よろしく頼むよ。
ほうほう、なかなか良い部屋ではないか。それなりの広さだしちょうどもいい。うん、気に入った。滞在中はここを使うことにする。閣下、お待ちくださいませ。この部屋にはすでに利用客がいるとのこと。予定通り市長殿の屋敷に滞在なさってはいかがですか。黙れフィリップ、あそこは海が見えぬではないか。その点、この海沿いのホテルは景観もいいし潮風も爽やかだ。バルコニーにも出られるし。なんだお前たちは！賊か？私の命を狙う賊なのか？おじさん呼ばわりするでない。まあよい。お前たちがこの部屋の利用客か？ここは私がルーアン滞在中のプライベートルームとして使用する。とっとと出ていくがよい。これだから無知猛昧な庶民は困るのだ。この私が誰だかわからぬというのか？変な頭だと。まあよい。耳をかっぽじって聞くがよい。私の名前はデュナン・フォン・アウスレーゼ。リベール国主アリシア2世陛下の甥にして公爵位を授けられし者である。驚きのあまり声もないようだな。だがこれで分かっただろう。部屋を譲れというその訳が。こやつら。誠に失礼ながら閣下のおっしゃることは真実です。これは申し遅れました。私公爵閣下のお世話をさせていただいているフィリップと申す者。閣下がお生まれになった時からお世話をさせていただいております。その私の名誉にかけてしかと保証させていただきまする。こちらにおわす方はデュナン公爵、正真正銘陛下のおいごにあたられます。参ったか。次期国王に定められたこの私に部屋を譲る栄誉をくれてやるのだ。このような機会めったにあるものではないぞ。いや、お嬢様方、どうかお待ちくださいませ。しばしお耳を拝借。失礼ながらお嬢様方にお願いしたき儀がございます。
これで部屋をお譲りいただけませぬか。閣下は一度言い出したらてこでも動かないお方。それもこれも閣下をお育てした私めの不徳の致すところ。どうかどうか。しかしそれでは。お嬢様方、どうもありがとうございます。こら、私をのけ者にして何をこそこそ喋っているのだ。おお、そうか。最初から素直にそう言えばいいのだ。その謙虚な心がけをこれからも忘れるでないぞ。よっ、なんか困ってるみたいだな。エステル、ヨシュア、空賊アジトで会って以来だな。そりゃこっちのセリフだぜ。お前さんたちもルーワンに来ていたとは思わなかった。それよりどうした？何かトラブルでもあったかよ。相変わらず面白いことに巻き込まれてるじゃねえか。そういうことなら話は早い。俺の部屋に泊めてやるよ。ベッドに空きがあるからな。ようフロントさん、それでも構わないだろ。よし、決まりだな。地下1階の奥の部屋だ。遠慮せずについてこいよ。
繕い物が多いのは元気な子が多い証拠かしら。さてと、そろそろ休みますか。エイドスよ、あの子たちに健やかなる明日を与えたまえ。何かしらこの音は。薪をくべる時のような。それにこの匂い。まさか。みんな起きて。わあ、ごめん、もうしません。あれ、クラムったら何寝ぼけてんのよ。ポーリー、ダニエル、早く起きなさい。どうしたの先生、ちょっと怖いよ。火事です。本当？1階におりますよ。慌てず大急ぎで先生についてきなさい。なんだこれ。煙くさい。怖いよ。まだ眠い。さあ、みんな出口に急いで。
そうですか。あ、クローゼさん。来ていたのか。どうして誰がこんなことを。かけがえのない思い出がいっぱいに詰まったこの場所は、どうしてこんなひどいことができるんですか。クローゼさん。ごめんなさい。取り乱してしまって。私取り乱すのも無理ないよ。知り合ったばかりの私だってちょっときついから。信じられないよね、こんなことをする人がいるなんて。エステルさん。でも院長先生とあの子たちはみんな無事だったそうだから。だから大丈夫。もう安心してもいいからね。ありがとう。少しだけ落ち着きました。朝の授業を受けていたら、いきなり学園長がやってきて、孤児院で火事が起きたらしいって教えてくれて、ここに来るまで生きた心地がしませんでした。そっか。院長先生と子供たちはマノリアの宿屋にいるそうだよ。調査も終わったし、僕たちも一緒にお見舞いに付き合わせてくれるかな。はい、そうしていただけると嬉しいです。それじゃあ早速マノリアに行くとしましょう。先生、みんな。あ、クローゼ姉ちゃん来てくれたんだ。みんなどこにも怪我はない？うん、大丈夫だよ。ポーリーも平気。よかった。本当によかったね。よく来てくれましたね。エステルさんとヨシオさんも一緒に来てくださったのね。はい、ギルドに連絡があったから。調査に来たついでにお見舞いに寄らせていただきました。そうですか。訪ねてきてくれてありがとう。調査に来たって、あの火事を調べに来たんだろ。何か分かったことあんの？何と言ったらいいのか。ねえみんな、お腹は空いてないかしら。私、朝ごはんを食べてなくて、食堂で何か頼もうと思うの。ついでだからみんなにも甘いものをごちそうしてあげる。本当？ポーリー、プリン食べたい。でも姉ちゃん。行きましょう、クラム。つべこべ言わずにさっさと来なさいってば。クローゼお姉ちゃん、早く下に行きましょう。そうね。助かっちゃった。あの子たちにはあんまり聞かせたくなかったから。そうだね。あのマリーって子は察してくれたみたいだけど。いい子に恵まれて私は本当に幸せ者です。それで調査に来たとおっしゃっていましたね。どうぞ何なりと聞いてください。ご協力感謝します。それじゃあまず火災現場を調査した結果なんですが、何者かによる放火の可能性が極めて高いことが判明しました。そうですか。やはり火には気をつけていたのでおかしいとは思っていたのですが。そこでお聞きしますけど、犯人に心当たりはありませんか？
こういうことをしそうな動機があるという意味ですけど。見当もつきません。ミラにも余裕はありませんし、恨まれる覚えも全く。つまり強盗目的じゃないし、怨恨が理由でもないってわけね。そうなると嫌な話ですけど、愉快犯という可能性もあります。事件の前後に何か変わったことはありませんでしたか？見知らぬ男たちが孤児院の近くをうろついていたとか。そうですね。昼間にエステルさんたちがお見えになってからは特に。あの方は関係ないでしょうし。あの方？火に包まれた建物から私たちが脱出しようとした時、天井の梁が落ちてきて玄関から出られなくなってしまったんです。ですがその時扉を破って助けに来てくれた方がいて、梁をどけて私と子供たちが逃げるのを助けてくださったんです。そんなことがあったんだ。それってマノリアの人なの？それが私たちを助けてから村の者を呼んでくると言ってすぐにいなくなってしまって、マノリアの方々に聞いても誰も心当たりはないそうです。怪しいですね。そんな真夜中に孤児院の近くにいたというのも気になりますし、どういう雰囲気の人でした？象牙色のコートをまとった20代後半くらいの男性です。見事な銀髪をなさっていました。銀髪？お若いのに苦労なさったような深い眼差しをしていましたね。悪い方には見えませんでした。普通の人とは思えないけど、人助けをしたのも事実だし、確かに犯人じゃなさそうね。ヨシュは？何よ、ぼーっとしちゃって。いや、そうだね。案外どこかの遊撃士かもしれないし、その人のことはとりあえず分けて考えた方が良さそうだ。失礼します。あれ、クローゼさん。あの子たちはどうしたの？下でケーキを食べています。先生、お客様がいらっしゃいました。お客様？お邪魔するよ。ダルモア市長。おや、昨日会った遊撃士諸君も一緒だったか。さすがはジャン君、手回しが早くて結構なことだ。さて、お久しぶりだ、テレサ院長。先ほど知らせを聞いて慌てて飛んできたところなのだよ。だがご無事で本当によかった。ありがとうございます、市長。お忙しい中をわざわざ訪ねてくださって恐縮です。いや、これも地方を統括する市長の務めというものだからね。それよりも誰だか知らんが許しがたい所業もあったものだ。ジョセフのやつが愛していた建物があんなにも無残に。心中お察し申し上げる。いえ、子供たちが助かったのであればあの人も許してくれると思います。遺品が燃えてしまったのが唯一の心残りですけれど。テレサ先生。遊撃士諸君、犯人の目処はつきそうかね。調査を始めたばかりですから確かなことは言えませんが、ひょっとしたら愉快犯の可能性もあります。そうか。なんとも嘆かわしいことだな。この美しいルーアンの地にそんな心の醜い者がいるとは。市長、失礼ですが。なんだね。今回の件、もしかして彼らの仕業ではありませんか？待って、彼らって誰のこと？
君たちも昨日絡まれただろう。ルーアンの倉庫区画にたむろしているチンピラどもさ。あいつらが。失礼ですが、どうして彼らが怪しいと？昨日もそうだったが、奴らいつも市長に盾ついて面倒ばかり起こしているんだ。市長に迷惑をかけることを楽しんでいる節すらある。だから市長が懇意にしているこちらの院長先生に。ギルバート君。はい。憶測で滅多なことを口にするのはやめたまえ。これは重大な犯罪だ。冤罪が許されるものではない。申し訳ありません。考えが足りませんでした。余計なことを言わずとも、こちらの遊撃士諸君が犯人を見つけてくれるだろう。期待してもいいのだろうね。うん、任せて。全力を尽くさせてもらいます。うん、頼もしい返事だ。ところでテレサ院長、一つ伺いたいことがあるのだが。何でしょうか？孤児院がああなってしまって、これからどうするおつもりかな。再建するにしても時間がかかるし、何よりもミラがかかるだろう。正直困り果てています。当座の蓄えはありますが、立て直す費用などとても。院長先生。やはりそうか。どうだろう、私に一つ提案があるのだが。何でしょう？実はオートグランセルに我がダルモア家の別邸があってね。たまに利用するだけで普段は空き家も同然なのだが、しばらくの間子供たちとそこで暮らしてはどうだろう。もちろんミラを取るなど無粋なことを言うつもりはない。再建のめどがつくまでいくらでも滞在してくれて構わない。ですが、そこまで迷惑をおかけするわけには。どうせ使ってない家だ。気が咎めるのであれば、屋敷の管理をしていただこう。もちろん謝礼もお出しする。市長、少し考えさせていただけませんか？ありがたい申し出ですけれど、いろいろなことが起こりすぎて少し混乱してしまって。無理もない。ゆっくりお休みになるといい。今日のところはこれで失礼する。その気になったらいつでも連絡してほしい。はい、どうもありがとうございます。ギルバート君、行くぞ。はい。驚いちゃった。メイベル市長もそうだけど、めちゃめちゃ太っ腹な人よね。そうだね。元貴族っていうのもうなずけるな。先生、市長さんの申し出、どうなさるおつもりですか？そうですね。あなたはどう思いますか？常識で考えるのなら受けた方がいいと思います。だけど一度オートに行ってしまったら。いえ、何でもありません。あなたは昔から聞き分けがいい子でしたからね。いいのよ、クローゼ。正直に言ってちょうだい。あのハーブ畑だって世話する人がいなくなるし、それに先生とジョセフおじさんに可愛がってもらった思い出がなくなってしまう気がして。ごめんなさい。愚にもつかないわがままです。私も同じ気持ちです。あそこは子供たちと
あの人の思い出が詰まった場所。でも思い出よりも今を生きることの方が大切なのは言うまでもありません。はい。近いうちに結論を出そうと思います。あなたはどうか学園祭の準備に集中してくださいね。あの子たちも楽しみにしていますから。はい。エステルさん、ヨシオさん、申し訳ありませんが調査の方よろしくお願いします。お任せください。絶対に犯人を捕まえて償いをさせてやりますから。
とぼけるなよ。お前たちがやったんだろ。絶対に許さないからな。何言ってんだこのガキは。ほら、ここはお前みたいなお子ちゃまが来るとこじゃねえぞ。とっとと家に帰って母ちゃんのおっぱいでも飲んでな。そいつはいいや。なんだこのガキ、何ブチギレてんだ。母ちゃんがいないからってバカにすんなよ。おいらには先生っていう母ちゃんがいるんだからな。その先生の大切な家をよくもち黙って聞いてりゃいい気になりやがって。どうやらちっとばかりお仕置きが必要みてえだな。お尻100叩きといきますか。やめてください。お前たちは。黒瀬姉ちゃん。子供相手に遊び半分で暴力を振るうなんて最低です。恥ずかしくないんですか。なんだと。ようようお嬢ちゃん、ちょっとばかり可愛いからって舐めた口聞きすぎじゃねえの。いくら遊撃士がいたところでこの数相手に勝てると思うか。黒瀬さん下がってて。僕たちが時間を稼ぐよ。その隙にあの子を助けて。いいえ、私にも戦わせてください。本当は使いたくありませんでしたけど、剣は人を守るために振るうように教わりました。今がその時だと思います。護身用のレイピア。その子を離してください。さもなくば実力行使させていただきます。かっこいい。カレンダー。カレンダーじゃねえだろ。こんな甘っ子にまで舐められてたまるかってんだ。俺たちレイブンの恐ろしさを思い知らせてやるぞ。ウェース気張っていけ。逃がさないよ。手当てします。サンクス。温まってきた。全力でいきましょう。まとめて蹴散らすわ。全力全開。これで決める。やったオーガ無双撃。エステル任せなさい。おまけよ。調子に乗んな。燃えてきた。見てんじゃねえぞ。任せて。楽しもうぜ。一網打尽だ。ゴーゴー。よっしゃ。捉えた。続いておまけよ。お返しだぜ。もっと早く。行きます。クラム君、じっとしていてね。すぐに助けるから。に行きます。分かった。
さーて私たちもやるわよ。ああ、手加減抜きでいくよ。イエスセお任せください。一斉に行きます。どんどん行きましょう。覚悟しろや。調子に乗んなよ。バテてんじゃねえぞ。バレてちゃダメよ。はっ、助かるわ。任せて。一網打尽だ。気づけ。もらったわ。お返しだぜ。焼き入れんぞ。ほらしっ、させない。イエスセ私の番で。まとめて蹴散らすわ。そこよ。はあ。エステルさん、オッケー。もらったわ。調子に乗んな。燃えてきた。なめてんじゃないよ。バテてんじゃねえぞ。行きます。一斉に行きます。このまま攻めよう。楽しもうぜ。父よの輝きよ。やあ、ありがとう。いつでも行ける。一網打尽だ。本気で行くよ。よっしゃ。せい。切るんだ。ヨシュアさん、了解。もっと早く。おいおい、マジかよ。ちょっち厳しいかも。やられてたまるか。おりゃただでやられるかよ。終わりだぜ。そこまでです。どんどん行きましょう。楽しもうぜ。はっ、おいしい。おらおら。やっちゃうよ。どっか。う。お返しよ。僕が相手だ。一網打尽だ。気張っていきましょう。これで終わりだ。沈む。続いてお任せください。おまけです。許さねもっと早く。え。くたばってんじゃねえっての。お任せください。一斉に行きます。なめんなよ。
調子に乗んな。目覚ませこら。私の番ね。まとめて蹴散らすわ。全力でいきましょう。ほらかかってこいや。それ。ありがとう。させない。やっちゃうよ。どっか調子に乗んなよ。僕が相手だ。一網打尽だ。はあ、気づけ。よっしゃ。了解。お返しだぜ。なんでよ。行こうよ。これはどう？やっちまうぞ。全力で行きましょう。旋風。崩れたわ。もらった。調子に乗んな。だろう。くたばれ。ぶっ殺す。ぶちまけろ。大丈夫ですか？こんなところで倒れるわけには。ご無理はなさらず。覚悟はいい。断ち切る。ぶっ殺す。ぶちまけろ。こんなところで。そこまでです。しゃらくせえ。危ないわ。しゃらくせえ。助かった。まだまだ。よーし。背中は任せてエステル。これで決める。はっ。やった。オーカ無双撃。だよ。お願い。お任せください。そこです。クソか。任せたわ。これは効きますよ。白き光よ、我らに恵みを与えるわ。お願いします、ヨシュアさん。そこまでです。どんどん行きましょう。飲み込め。
こいつら化け物か。遊撃士どもはともかく、こっちの娘もただものじゃねすごいや姉ちゃん。ヒュー、クローゼさんやる。その件、名のある人に習ったものみたいだね。いいえ、まだまだ未熟です。これ以上の戦いは無意味だと思います。お願いします。どうかその子を離してください。この甘ここまでコケにされて、はいそうですかって渡せるか。そこまでにしとけや。誰だ。新手か。やれやれ、久々に来てみりゃ俺の声も忘れているとはな。アガットの兄貴。来てたんすか。どうしてあんたが。っていうか、こいつらの知り合いなの。レイス。はい、なんでしょう。お前ら何やってんだ。女に絡むはガキを殴るわ。ちょっとたるみすぎじゃねえか。うるせえな。チームを抜けたあんたに今さら指図されたくね。何か言ったか。兄貴、勘弁してくれ。ガキならほら解放するからよ。クローゼ姉ちゃん。よかった。もう大丈夫だからね。最初からそうしときゃいいんだよ。まったく乱暴なんだから。第一、どうしてあんたがタイミングよく現れるわけ。ジャンのやつに聞いただけだ。どこぞのひよっこどもが放火事件を捜査してるってな。さてと、おい坊主。なんだよ。一人で乗り込んでくるとはなかなか気合の入ったガキだ。だが少々無茶しすぎたようだな。あんまりおっかさんに心配をかけるんじゃねえぞ。クラム。先生、どうしてここが。ギルドで事情を伺ってそちらの方に案内していただきました。クラム、あなたという子は。今度だけはオイラ謝らないからな。火をつけた犯人を絶対にオイラの手で。クラム。テレサ先生、どうか叱らないであげてください。いいえ、叱っているのではありませんよ。ねえクラム、あなたの気持ちはよくわかります。みんなで一緒に暮らしたかけがえのない家でしたものね。でもね、あなたが犯人に仕返ししても燃えてしまった家は戻らないわ。あなたたちさえ無事なら先生はもうそれだけでいいの。他には何も望まないから。お願いだから危ないことはしないでちょうだい。先生。こういうのには弱いかも。はい、本当に無事でよかった。たく、これだから女子供ってやつは。おい小僧、院長先生たちを連れてさっさとここを引き上げろや。どうもこういうのは苦手でな。構いませんけど、
アガットさんはどうするんですか？決まってんだろ。このバカどもが犯人かどうか締め上げて確かめてやるんだよ。たっぷりと灸を据えてからな。勘弁してくださいよ。なるほど、そういうことならお邪魔したら悪そうですね。本当にありがとうございました。なんとお礼を言っていいやら。お礼なんかいいですってば。これも仕事のうちですから。それよりいいんですか、マノリアまで送らないで。ええ、大丈夫です。メーベ街道は私の庭ですから。これ以上何かしていただいたら罰が当たってしまいそうです。気にしなくてもいいのに。先生、せめて私だけでも。あなたは学園祭の準備に専念してちょうだい。この子たちだって楽しみにしているのですから。はい。よかった、間に合ったか。ボートは返してきたよ。サンキュー。すみません、お一人で行かせてしまって。気にしないで、大した手間じゃなかったし。ヨシオさんも本当にありがとうございます。クローゼ姉ちゃん、それとエステル姉ちゃんとヨシュア兄ちゃん、今日はありがとな。オイラなんか助けてくれてさ。オイラ本当にバカだったよ。クラム君、弱っちいくせに仕返ししようとしてさ、かえって姉ちゃんたちに助けられちゃって、ほんとみっともないよな。そんなこと。みっともなくなんかないさ。大切なものを守るために体を張って立ち向かおうとする。そんなの大人だって簡単にできることじゃないよ。だから僕は君のことがすごくかっこいいと思った。ヨシュア兄ちゃん。だけど犯人を探し出してとっちめるのは僕たちでもできる。君は君にしかできないやり方で先生や他の子たちを守るべきだ。一緒にいたりお手伝いをしたり励まし合ったり支えてあげたりね。クラム、それは君にしかできないことだよ。オイラにしかできないこと。兄ちゃんの言いたいことなんか分かったような気がするよ。どう？やれそうかい？もちのろんだよ。オイラに任せておけって。本当に何から何までありがとう。それでは皆さん、私たちはこれで失礼します。クローゼ姉ちゃん、お芝居楽しみにしてるぜ。頑張っちゃうからみんなで一緒に見に来てね。当たり前だよ。またな姉ちゃんたち。よかった、元気を取り戻してくれて。ヨシュアってばなかなか憎いこと言うじゃん。びっくりしました。あんなに元気になるなんて。ヨシュアさん、本当にありがとうございます。いや、大したことは言ってないよ。大切な人を守るか。とりあえずあの子が無事で本当に良かった。クローゼさん、協力ありがとう。そんな、お礼を言うのは私の方です。そういえばあの方たちの取り調べはどうなったんでしょうか。あ
あの赤毛男が締め上げてるってあれか。もう終わってるのかな。一旦ギルドに戻ろうか。クローゼさんも来るかい？はい、できれば本当のことが知りたいです。一体誰が放火なんてしたのか。それじゃレッツゴー。
なんていうか落ち着いた感じのいい場所ね。静かだし、勉強をするにはもってこいの環境みたいだね。今は授業中ですから、もう少ししたら途端に騒がしくなりますよ。学園祭まで間もないですし。なるほど、みんな準備に大忙しなんだね。はい、生徒会長に紹介したいんですけど、まだ授業中ですから、まずは学園長室に案内しますね。学園長室？王立学園の責任者であるコリンズ学園長のお部屋です。本館1階の右奥にあります。了解。それじゃあまずは学園長に挨拶に行くとしようか。クローゼ君、戻ったか。おや、そちらの君たちは？ほう、まだ若いのに遊撃士とは大したものだ。孤児院で火事があったそうだが、もしやその関係で来たのかね？そうか、大変なことになったものだ。わしらも何らかの形で力になれるといいのだが、まずは学園祭を成功させて子供たちを元気づけること、そこから始めるしかないだろうな。いい考えだと思うよ。エステル君、ヨシア君、どうかよろしくお願いする。劇に関しては生徒会長のジル君に全てを任せている。監督も担当しているから詳しい話を聞くといいだろう。わしの方からは寮の手配をしておこうか。なんといっても学園祭までほとんど時間がない。おそらく毎日夜遅くまで練習する必要があるだろう。そうなると泊まる場所が必要になるのではないかな。ちょうど授業も終わりだな。早速生徒会長に紹介してあげるといいだろう。忙しい忙しい。各出店のチェックと予算の割り当ては OK。 招待状の発送も問題なしと。残る問題は芝居だけか。このまま見つからなかったら俺たちがやる羽目になるのかね。私はともかくあんたは問題外でしょうが、衣装合わせをした時のおぞましい格好といったら。言うなっての、俺も思い出したくないんだから。ただいま、ジル、ハンス君。あ、クローゼ？火事の話聞いたわよ。大変だったそうじゃない。院長先生とチビたちは大丈夫だったのか？ええ、一応みんな無事でした。ただ孤児院の建物が完全に焼き落ちてしまって。そうか。元気出しなさいよ。悩んでいたって仕方ないわ。
ちびちゃんたちが楽しめるよう学園祭を成功させないとね。テレサ先生にもそんな風に注意されちゃった。だから全力で頑張るつもり。あんたが本気を出せば100人力だから期待してるわよ。ところでさっきから気になってるんだけど、その人たちどちら様？はじめまして、私エステルっていうの。ヨシュアです。よろしく。それじゃあんたたちがクローゼの言ってた約束通り連れてきたわ。2人とも協力してくださるって。いやー、助かったわ。はじめまして、エステルさん、ヨシュアさん。私生徒会長を務めているジル・リードナーと言います。今回の劇の監督を担当してるわ。俺は副会長のハンスだ。脚本と演出を担当している。よろしくな、お二人さん。こちらこそよろしくお願いします。それにしても何？さすが遊撃士だけあってスポーツも得意そうな感じね。エステルさん、剣は使える？まあそれなりには。棒術がメインだけど父さんに習ったこともあるし。よっしゃ、これで決まりね。あなたにはクローゼと剣を使って決闘してもらうわ。決闘？もちろんお芝居でですよ。クライマックスに2人の騎士の決闘があるのよ。まあ劇の終盤を彩る迫力のあるシーンなんだけど、クローゼと勝負できるくらい腕の立つ女の子がいなくてね。この子フェンシング大会で男子を押しのけて優勝してるし。すごい。ちなみに決勝で負けたのはそこにいるハンスだけどね。悪かったな、負けちまって。ちなみに俺が弱いんじゃない、クローゼが強すぎるんだよ。あくまで学生レベルの話ですから、本職のエステルさんの足元にも及ばないと思います。またまた謙遜しちゃって。でもそういうことならちょっとは協力できるかも。クローゼさん、頑張ろうね。はい、よろしくお願いします。それにしても女騎士たちの決闘なんてなかなかユニークな内容だね。女騎士？二人に演じてもらうのはれっきとした男の騎士役だぜ。え？しかしヨシュアさんの方は文句のつけようがないわね。期待してもいいんじゃない？ああ、悔しいが同感だぜ。その劇どういう筋書きなのかな。題名は白き花のマドリガル。貴族制度が廃止された頃の王都を舞台にした有名な話なの。貴族出身の騎士と平民出身の騎士による王家の姫君をめぐる恋のさや当て。しかもこの3人身分は違うけどお互い幼なじみの関係にあってね。それに貴族勢力と平民勢力の思惑と陰謀が絡んできちゃうわけよ。まあ最後は大団円、文句なしのハッピーエンドだけどね。へえ、面白そうじゃない。それでどうして女の子が男性役を？それが今回の学園祭ならではの独創的かつ刺激的なアレンジでね。男子と女子が本来やるべき役をお互い交換するっていう思考なのさ。男女が役を入れ替える？へえ、そんなのよく先生たちが許してくれたわね。性差別からの脱却、ジェンダーからの解放とかなんとか理屈をこねて無理やり押し通しちゃったわ。本当は
面白そうっていうそれだけの理由なんだけど。ジルったらもう。ほんとこんなやつが生徒会長とは世も末だよな。あはは。確かに面白そうかも。ちょっと待った。その話の流れで言ったら、僕が演じなくちゃいけない重要な役っていうのは。いやー、ほんと助かったぜ。クローゼ、ありがとね。いい人たちを紹介してくれて。ごめんなさい、ヨシュアさん。これが舞台衣装か。騎士っていうから鎧でも着るのかと思ったけど、さすがに甲冑だと演技に支障をきたすからね。現在の王室親衛隊の制服をアレンジする方向で行ったのよ。そうなんだ。クローゼさんはショートだしハマり役って感じがするけど。ありがとうございます。エステルさんもとてもよく似合ってますよ。そうかな。ところで、なんで色違いになってるの？私が演じるのは平民の青騎士オスカー。エステルさんが演じるのは貴族の赤騎士ユリウス。それぞれの勢力のイメージカラーなんです。はあ、なるほど。それじゃあヨシュアは二人の騎士の身を案ずる王家の白の姫セシリアだ。ささ姫、どうぞこちらへ。ちょっと待った。まだ心の準備が。頼むから何か言って。このまま放置されるのはちょっと辛いものがある。いや、なんていうか、全然違和感ないわね。びっくりしました。すっごく綺麗です。自信持っていいぞ。事情を知らずにあんたを見たら俺ナンパしちゃいそうだもん。正直な感想ありがとう。全然嬉しくないけど。まさに私の狙い通り。この配役なら各方面から受けを取れること間違いなしね。みんな一致団結して最高の舞台にするわよ。ではエステルさん、手前のベッドを使ってください。サンキュー。でもクローゼさんとジルさんって同じ部屋なんだ。道理で仲がいいわけね。学園に入って以来の仲です。ルームメイトにして腐れ縁ってところかしらね。ところでエステルさん、一つ提案があるんだけど。何？私のことはジルって呼び捨てにしてくれるかな。さん付けされるとなんだかむずがゆいのよね。代わりに私もエステルって呼び捨てにさせてもらうから。そうさせてもらうわ。でしたら私のこともどうか呼び捨てにしてください。その方が自然な気がしますし。そう？だったら遠慮なく。
ジル、クローゼ、しばらくの間よろしくね。はい、こちらこそ。まあ女女体だし気軽に過ごしてもいいわよ。建物の中にいる限りは男子の目も気にしなくていいし。だからといってだらしないのは感心しないけど。これだからいい子ちゃんは困るのよね。かまととぶっちゃってもう。あ、ひどい。そんなことを言う子にはお菓子焼いてもあげないから。あ、嘘。クローゼ様、私が悪うございましたです。ダメ、反省しなさい。おろ？どうしたのエステル、まじまじと見つめたりして。いやー、なんだか羨ましいなって。羨ましい？私もロレントに仲のいい友達はいるけど、せいぜいお互いの家にお泊まりするだけだったのよね。こんな風に気の合う友達と一緒に暮らせていいなって思って。クローゼ、どう思う？どうって言われても、エステルさんに羨ましがられるのはちょっと納得いかないような。やっぱり？何言ってやがるんだこのアマはって感じよね。なんで？あんたね、自分が誰と一緒に旅をしてるのか分かってる？自宅では一つ屋根の下で暮らしていたんでしょうが。それってもしかしてヨシュアの話？もしかしなくてもそうですよ。あんな上玉の男の子といつも一緒にいるくせに女女体を羨ましがるとは、もったいないお化けが出るわよ。もう何言ってるかな。ヨシュアは私の兄弟みたいなものだってば。何年もの間家族同然に暮らしてきたんだから。ほほう、家族同然ね。あんたがそのつもりでもヨシュア君の方はどうかしら。あの年頃の男の子って抑えが効かないって言うし、ましてあんたみたいな健康美あふれた子がそばにいたらいろいろと辛かったりして。もうジル、ごめんなさいエステルさん。ジルってば今日が乗ると人をからかう悪癖があるんです。ブーブー、悪癖ってなんだよ。何か文句でも？いや、めっそうもないっす。もうびっくりさせないでよ。そんな、まさかね、ヨシュアがだなんて。意識してる、意識してる。ジル、おっと、忘れてたわ。寝る前に日報を先生に提出しなきゃ。それじゃおやすみ。先に寝ちゃってていいわよ。まったくもう。そうだ、エステルさん、私のでよかったらパジャマを貸しますけど。エステルさん？パジャマね。何でもいいから貸して。
我が友よ、こうなれば是非もない。我々はいつか雌雄を決する運命にあったのだ。抜け、互いの背負う者のために、何よりも愛しき姫のために。運命とは自らの手で切り開くもの。背負うべき立場も姫の微笑みも今は遠い。臆したかオスカー。だがこの身を駆け抜ける苦しいまでの熱情は何だ。自分もまた本気になった君と戦いたくて仕方ないらしい。革命という名の高き嵐が全てを飲み込むその前に、剣を持って運命を決するべし。おう、我ら二人の魂、エイドスもご承覧あれ。いざ尋常に勝負。おる。ついに一回も間違わずにここのシーンを乗り切ったわ。迫真の演技でしたよ。クローゼには全然かなわないけどね。セリフを間違えたことほとんどなかったじゃない。私はずいぶん前から台本に目を通していましたから、私もようやくエステルさんの動きについていけそうです。いろいろと稽古をつけてくれて本当にありがとうございました。クローゼの場合は基本がしっかりしてたからね。その気になればいつでも遊撃士資格を取れると思うよ。おだてないでください。いよいよ明日は本番ですね。テレサ先生とあの子たち楽しんでくれるでしょうか。本当に院長先生たちを大切に思ってるんだ。まるで本当の家族みたい。ごめん、変なこと言っちゃった。いえ、エステルさんの言う通りです。家族というものの大切さは先生たちから教わりました。私、生まれて間もない時に両親を亡くしていますから。裕福な親戚に引き取られて何不自由のない生活でしたが、家族がどういうものなのか私は全く知りませんでした。10年前のあの日、先生たちに会うまでは。10年前、まさか100日戦役の時。はい、あの時ちょうどルーアンに来ていたんです。帝国軍から逃れる最中に知っている人ともはぐれて、テレサ先生と旦那さんのジョセフさんに保護されました。そうだったんだ。戦争が終わって迎えが来るまでのたった数ヶ月のことでしたけど、テレサ先生とおじさんは本当にとてもよくしてくれて、その時初めて知ったんです。お父さんとお母さんがどういう感じの人たちなのかを、家族が暮らす家というのがどんなに温かいものなのかを。クローゼ、すみません、つまらない話を長々と聞かせてしまって。そんなことない。明日の劇頑張っていいものにしようね。
私が言うのもなんだけど、絶対面白くなると思うわよ。ジルとハンスもいろいろと頑張ってくれたしね。そうですね。でも最大の功労者はヨシュアさんじゃないかしら。あんなに演技がうまいなんて。乗り気じゃなかったくせに見事なまでのお姫様っぷりよね。発声といい、間の取り方といい、プロの役者さん顔負けですよ。ヨシュアさんって演劇の経験がおありなんですか？私も出会うまでのことはよく知らなかったりするのよね。何があったのか知らないけど、あんまり喋りたがらないし。すみません、失礼なことを聞いてしまって。いいわよ別に。確かにヨシュアは何でも完璧にこなすタイプかな。ほんといつも余裕しゃくしゃくで可愛くないっていうか、たまに慌てたりする時なんかは可愛かったりするんだけどね。どうしたの？私たちの役、逆だった方が良かったかもしれませんね。ユリウスとオスカーですよ。エステルさんがオスカーの方が良かったような気がして。どうして？確かに私が貴族出身のユリウスっていうのもちょっと似合わない気がするけど。いえ、そういうことではなくて、劇のラストで。姫様がオスカーにってやつね。はい。ヨシュアも役得よね。クローゼ、ひょっとしてヨシュアにされるの嫌とか？とんでもないです。でもなんだかお二人に申し訳ないような気がして。やだな、ジルみたいなこと言わないでよ。どうせヨシュアだって手のかかる妹くらいにしか私を見てないんだから。そうなんですか？いつも父さんと一緒になって私のことを子供扱いするし、まったく腹が立つったら。とにかくそういうことで気にする必要は全くなし。はい。ああ、ここにいたのか。よっしゃ。ハンス君も。予行演習は終わったのにまだ稽古をやってるとはな。二人とも精が出るじゃないか。決闘シーンうまくいきそうかい？任せなさいっての。完璧に演じてみせるんだから。そっか。楽しみにしてるよ。そういえばお二人はどうしてここに？私たちを探していたみたいですけど。エステルもヨシアも寮に泊まるのは今日が最後だろ。明日のケーキ漬けも兼ねて一緒に夕食でもと思ってさ。そうなんだ。私も賛成。ご一緒させていただきます。ところでジルさんは一緒じゃないの？つい先ほど学園長に呼ばれましたけど。私ちょっと呼んできますね。私も行く。ヨシュアたちは先に食堂で席を取っててよ。わかった。それじゃあ食堂に行こうか。合点だ大将。誰が大将だよ。あの二人も仲良くなったみたいね。ヨシュアってなかなか人を寄せつけないところがあるからちょっと心配だったけど。どうしたの？いえいえ、何でもありませんよ。まあいいや。とりあえず着替えましょう。この格好で歩き回ったらさすがに恥ずかしいもんね。
そうですね。これでよしっと。それじゃあジルを迎えに行くとしますか。はい、学園長室に行きましょう。大道具、小道具の用意は万全。照明も調整済みっと。よっしゃ、これで準備完了だわ。そろそろ会場だ。劇の上演まで時間はあるから、それまで遊んでくるといい。そうこなくっちゃ。屋台とか片っ端から回るわよ。回るのはいいんだけど、食べ過ぎて劇の最中に動けなくならないようにね。そんなの分かってるわよ。そういえばみんなも一緒に回るんでしょ。私とハンスは生徒会の仕事が残ってるから無理ね。あんたたちだけで楽しんできてちょうだい。生徒会の仕事ってひょっとして昨日言ってた？私も手伝おうか。いいっていいって。あんたはエステルたちを一通り案内してあげなさい。チビちゃんたちもそろそろ来るんでしょ。ああ、ごめんね。まあ俺たちも暇を見て適当に楽しませてもらうさ。あ、そうだ、よしは来場者の中に俺好みの女性を見かけたらこっそり教えに来てくれよ。抜け出して口説きに行くからさ。はいはい、分かったよ。美人で背が高くて大人の魅力を備えたお姉さんね。おお、それでこそ我が友だ。まったく男ってやつは。あれ、どうしたの二人とも。大変長らくお待たせしました。ただいまよりジェニス王立学園
第52回学園祭を開催します。すごい数のお客さんだわ。さすがは名高いジェニス王立学園だね。学園レベルの祭りとは思えないな。今年は例年よりもお客さんが多いみたいです。よーし、ついに始まったか。ハンス、とっとと行くわよ。おうよ。俺たちは生徒会室にいるから何かあったら来てくれ。了解。2人とも頑張ってね。では私たちも見物を始めましょうか。うん、レッツゴー。おや、エステル君とヨシア君じゃないですか。これは奇遇ですね。2人とも元気そうで何よりです。姉ちゃんたち、みんな来てくれたのね。よく来たわね、ちびっこども。どう？楽しんでるかい？すっごく楽しいよ。僕いっぱいお菓子食べちゃった。あんたはちょっと食い意地張りすぎだってば。テレサ先生と一緒に来たの？そこで他の人と話をしてたけど。あ、来た来た。こんにちは。あ、テレサ先生。
先生、こんにちは。今日は招待してくれて本当にありがとうね。子供たちと一緒に楽しませてもらってますよ。
かしいな。確かに気配があったはずなのに。でもまさか。よしわ。連絡します。劇の出演者とスタッフは行動で準備を始めてください。繰り返します。劇の出演者とスタッフは行動で準備を始めてください。そっか、もうそんな時間なんだ。はい、衣装の準備をしたらすぐに開演になると思います。よーし、それじゃあいよいよ出陣ってわけね。あ、銀髪男の方はどうしよう。そうだね。カルナさんに伝えて注意してもらうしかなさそうだ。めちゃめちゃ人がいる。なんだか緊張してきた。大丈夫ですよ、エステルさん。あれだけ練習したんですから。それに劇が始まったら他のことは気にならなくなるさ。君って一つのことにしか集中できないタイプだからね。もう言ってくれるじゃない。でもまあその格好じゃ何言われても腹は立たないけど。はいはい、血は喧嘩はそのくらいで。今年の学園祭は大盛況よ。公爵だの市長だのお偉いさんがいるみたいだけど、私たちが臆することはないわ。練習通りにやればいいだけのこと。俺たち自身の手でここまで盛り上げた学園祭だ。最後まで根性を入れて花を咲かせてやるとしようぜ。大変お待たせしました。ただいまより生徒会が主催する詩劇白き花のマドリガルを上演します。皆様最後までごゆっくりお楽しみください。時は七葉暦1100年代。100年前のリベールでは未だ貴族性が残っていました。一方、商人たちを中心とした平民勢力の台頭も著しく、貴族勢力と平民勢力の対立は日増しに激化していったのです。王家と教会による仲裁も功を奏しませんでした。そんな時代、時の国王が病で崩御されて1年が過ぎたくらいの頃、早春の晩、
グランセル城の屋上にある空中庭園からこの物語は始まります。街の光は人々の輝き、あの一つ一つにそれぞれの幸せがあるのですね。ああ、それなのに私は。姫様、こんなところにいらっしゃいましたか。そろそろお休みくださいませ。あまり夜更かしをされてはお体に障りますわ。いいのです。私など病にかかれば、そうすればこのリベールの火種とならずに済むのですから。まあ、どうかそんなことをおっしゃらないでくださいまし。姫様はリベールの至宝、良き旦那様と結ばれて王国を統べる方なのですから。私、結婚などしません。亡きお父様の遺言とはいえ、こればかりはどうしても。どうしてでございますか。あのように立派な求婚者が2人もいらっしゃるのに。1人は公爵家の嫡男にして近衛騎士団長のユリウス様。もう1人は平民出身ながら帝国との紛争で功績を挙げられた猛将オスカー様。はあ、どちらも素敵ですわ。彼らが素晴らしい人物であるのは私が一番よく知っています。ああ、オスカー、ユリウス、私はどちらを選べばいいのでしょう。まあ、あのお姫様はヨシュアさんではありませんか。男女の配役が逆とは、ジルもなかなか考えましたわね。はい、お嬢様。ただヨシュア様はともかく、他のメイドの方はちょっと。覚えているか、オスカー。幼き日、棒切れを手にしてこの路地裏を駆け回った日々のことを。ユリウス、忘れることができようか。君とセシリア様と無邪気に過ごしたあの日々、かけがえのない自分の宝だ。あの時は驚いたものだ。お忍びで遊びに来ていたのが私だけではなかったとはな。舞い散る桜のごとき可憐さと清水のごとき潔さを備えた少女セシリア様はまさに自分たちにとっての太陽だった。だがその輝きは日増しに陰りを帯びている。貴族勢力と平民勢力、両者の対立はもはや避けられぬところまで来ている。姫の嘆きも無理はない。そしてなんということだろう。その嘆きを深くしているのが他ならぬ我々の存在だとは。キャーキャー、お姉ちゃんたち素敵。悔しいけど男よりもかっこいいかも。静かに見ましょうね。ユリウスよ、分かっておろうな。これ以上平民どもの増長を許すわけにはいかんのだ。ましてや我らが主と仰ぐ者が平民出身となった日には、伝統あるリベールの権威は地に落ちるであろう。お言葉ですが父上、東に共和国が建国されてから
10年ほどの年月が流れました。もはや平民勢力の台頭も時代の流れなのではないかと。おぞましいことを言うな。何が自由か、何が平等か。好奇も下船もひとまとめにして伝統を捨てるその浅ましさ、帝国の軍門に下った方がはるかにマシというものよ。父上。公爵の言うことももっともだ。平民どもに突き上がらせたら伝統は失われるばかりだからな。閣下、もう少し声を抑えめに。オスカー君、君には期待しているよ。王家さえ味方につけられれば貴族派を抑えることができる。そうすれば我々平民派が名実ともに主導権を握れるのだ。しかし議長、自分は納得できません。このような政治の駆け引きにセシリア様を利用するなどなんとも無欲なことだな。いくら名目上の地位とはいえ王となるチャンスだというのに。君が拒否するというのであれば流血の革命が起きるというだけ。貴族はもちろん王族の方々にも歴史の闇に消えていただくだけのことだ。議長！大したものだ。時代交渉もしっかりしている。最初男女の役が逆と聞いていかがなものかと思いましたがな。生徒たち全員の努力の賜物でしょうな。それと協力をしてくれた若き遊撃士たちの。流血の革命だけは起こさせるわけにはいかない。ユリウスもセシリア様も死なせるわけにはいかない。自分は一体どうしたらいいんだ。ダメだ、気持ち悪い。おっと、大丈夫か。あまり飲みすぎるものではないな。いくら春とはいえこんなところで寝たら風邪をひくぞ。親切な騎士様、どうもありがとうございますだ。騎士様はやめてくれ。自分は大した人物でない。何をすべきかも分からずに道に迷うだけの未熟者だ。まったくその通りだな。何？利き腕がこいつにはしびれ薬が塗ってある。おとなしく観念してもらおうか。貴様、何者かに雇われた刺客か。あんたが目障りという去る高貴な方のご命令でな。前払いも気前が良かったし、てめえには死んでもらうぜ。なるほど、なかなか見せてくれるじゃねえの。となるとこの次の展開はいかんいかん、危うく仕事を忘れるとこだったぜ。久しぶりですね、姫。ユリウス、本当に久しぶりです。今日はオスカーと一緒ではないのですね。お父様がご存命だった頃、宮廷であなたたちが談笑する様は侍女たちの憧れの的でしたのに。姫もご存知のように王国は存亡の危機を迎えています。
私と彼が親しくすることはもはや叶わぬものかと。今日は姫にあることをお願いしたく参上しました。お願いですか？私とオスカー、この騎士団長と若き猛将との決闘を許していただきたいのです。そして勝者には姫の夫たる幸運をお与えください。なかなかドラマチックですこと。貴族勢力と平民勢力の争いに巻き込まれるようにして、親友同士だった2人の騎士はついに決闘することになりました。彼らの決意を悟った姫はもはや何も言えませんでした。そして決闘の日、オートのグランアリーナに2人の騎士の姿がありました。貴族、平民、中立勢力など大勢の人々が見届ける中、セシリア姫の姿だけがそこには見られませんでした。我が友よ、こうなれば是非もない。我々はいつか雌雄を決する運命にあったのだ。抜け！互いの背負う者のために、何よりも愛しき姫のために。運命とは自らの手で切り開くもの。背負うべき立場も姫の微笑みも今は遠い。臆したかオスカー。だがこの身を駆け抜ける苦しいまでの熱情は何だ。自分もまた本気になった君と戦いたくて仕方ないらしい。革命という名の高き嵐が全てを飲み込むその前に、剣を持って運命を決するべし。おう、我ら二人の魂、エイドスもご昇覧あれ。いざ尋常に勝負。おう！やるなユリウス。それはこちらのセリフだ。だがどうやら未だ迷いがあるようだな。どうしたオスカー、お前の剣はそんなものか。帝国を退けた武勲はその程度のものだったのか。さすがだユリウス。なんと華麗な剣さばきなことか。オスカー、お前腕に怪我をしているのか。問題ない。かすり傷だ。未だ我々の剣は互いを傷つけていないはず。まさか決闘の前に。卑怯だぞラドウ公爵。貴公の計りごとか。言いがかりはやめてもらおうか。私の差し金という証拠があるのか。父上、なんということを。いいのだユリウス。これも自分の未熟さが招いたこと。それにこの程度の怪我、戦場では
当たり前のものだろう。次の一撃で全てを消しよう。自分は君を殺すつもりで行く。オスカー、お前。分かった。私も次の一撃に全てをかける。さらなる生と姫の笑顔、そして王国の未来さえも、生き残った者が全ての責任を背負うのだ。そして敗れた者は魂となって見守っていく。それもまた騎士の誇りだろう。違いない。ダメシリア。セシリア、どうして君は欠席していたはずでは。よかった。オスカー、ユリウス、あなたたちの決闘なんて見たくありませんでしたが、どうしても心配で戦うのをやめてほしくて。間に合ってよかった。セシリア、姫。皆も聞いてください。私に免じてどうか争いはやめてください。皆リベールの地を愛する大切な仲間ではありませんか。ただ少しばかり愛し方が違っただけのこと。手を取り合えば必ず分かり合えるはずです。王女殿下、もうそれ以上はおっしゃいますな。ああ、目がかすんで。ねえ、二人ともそこにいますか。はい、君のそばにいる。不思議、あの風景が浮かんできます。幼い頃、お城を抜け出して遊びに行った路地裏のオスカーもユリウスも、あんなに楽しそうに笑って。私は二人の笑顔が大好きだから、どうかいつも笑っていて。姫、嘘でしょ。姫、頼むから嘘だと言ってくれ。セシリア、自分は姫様、おかわいそうに。ああ、どうしてこんなことに。殿下は命を捨ててまで我々の争いをお止めになった。その気高さと比べたら、貴族の誇りなどいかほどのものか。そもそも我々が争わなければこんなことにならなかったのに。人はいつも手遅れになってから己の過ちに気がつくもの。これも魂を肉体に縛られた人の子としての宿命か。エイドスよ、大いなる空の女神よ、
お恨み申し上げますぞ。まだ分かっていないようですね。確かに私はあなたたちに器としての肉体を与えました。しかし人の子の魂はもっと気高く自由であれるはず。それを貶めているのは他ならぬあなたたち自身です。眩しい。なんて綺麗な声。おお、なんたること。方々、恐れ多くもエイドスが降臨なさいましたぞ。これがエイドス。なんという神々しさだ。若き騎士たちよ、あなたたちの勝負、私も見せてもらいました。なかなかの勇壮さでしたが、肝心なものが欠けていましたね。おっしゃる通りです。すべては自分たちの未熟さが招いたこと。議長よ、あなたは身分を憎むあまり、貴族や王族が同じ人であることを忘れてはいませんでしたか？面目次第もありません。そして公爵よ、あなたの罪はあなた自身が一番よく分かっているはずですね。そして今回の事態を傍観するだけだった者たち、あなたたちもまた大切なものが欠けていたはず。胸に手を当てて考えてごらんなさい。それぞれの心に思い当たるところがあったようですね。ならばリベールにはまだ未来が残されているでしょう。今日という日のことを決して忘れることがないように。はあ、消えてしまわれた。あら、ここは姫セシリア。まあ、ユリウス、オスカー、まさかあなたたちまで天国に来てしまったのですか？これはまごうことなき奇跡ですぞ。姫様！本当によかった。どうしたのです、二人とも。あら、公爵、議長までも。私死んだはずでは。おお、エイドスよ、よくぞリベールの至宝を我らにお返しくださった。大いなる慈悲に感謝しますぞ。オスカー、ユリウス、どうなっているのでしょう。セシリア様、もう心配することはありません。長きにわたる対立は終わり、すべてが良い方向に流れるでしょう。甘いな、オスカー。我々の勝負の決着はまだついていないはずだろう。ユリウス、そんな、まだ戦うというのですか？いえ、今回の勝負はここまでです。何せそこにいる大バカ者が利き腕を怪我しておりますゆえ。しかし決闘騒ぎまで起こして勝者がいないのも格好がつかない。ならばハンデを乗り越えて互角の勝負をした者に勝利を。待て、ユリウス。
勘違いするなオスカー。姫を諦めたわけではないぞ。お前の傷が癒えたら今度は勃剣で決着をつけようではないか。幼き日のように心ゆくまでな。そうか分かった。受けて立とう。もう二人とも私の意思は無視ですか？そういうわけではありませんが。ですが姫、今日のところは勝者へのキスを。皆がそれを期待しております。わかりました。お二人ともお似合いです。空の女神も昇蘭あれ。今日という良き日がいつまでも続きますように。リベールに永遠の平和を。リベールに永遠の栄光を。やはり最後は大団円か。だがそれでいい。監督の私が言うのもなんだけど、最高の舞台だったわよ。最初男女が逆ということで笑われてしまったけれど、みんな劇が進むにつれて真剣に見てくれて本当によかった。うん、そうだね。あんな格好した甲斐があったよ。もう二度としたくないけど。そんなこと言うなよ。写真部の連中が劇のシーンを何枚か撮っていたけど、お前さんの写真がどれだけ売れるか楽しみだぜ。ああ、勘弁してよ。エステルたちの写真もすっごく売れると思うわよ。男子はもちろんのこと、下級生の女子あたりにもね。お姉様なんて呼ばれちゃったりして。もうジルったら。あれ、どうしたのエステル？何の話？いや、大した話じゃないけど、劇が終わってからぼーっとしてるみたいだけど大丈夫かい？まあハードな決闘だったから疲れちまったのも無理はないさ。調子悪いんだったら医務室に案内するわよ。大丈夫だってば。これでも遊撃士なんだから、このくらいの疲れ日常茶飯事よ。ただ気が抜けたっていうか、頭が混乱してるっていうか。エステルさん、もしかして。違うんだからね。全然そういうんじゃなくて。もうとにかく全然問題なし。失礼してもいいかしら。クローゼ姉ちゃん、オスカーかっこよかったぜ。やっぱ男はああでなくちゃ。ありがとう。エステルさんもすっごく良かったですよ。ユリウス様。ちょっとマリー。ヨシュアちゃん、とっても可愛かったよ。僕もうっとりしちゃった。
りがとう。みんなで楽しませてもらいましたよ。恋と友情の間で悩みながら時代の本流に立ち向かっていくそれぞれの主人公たち。手に汗を握る決闘の果てに待ち受けている悲しい決着、そして心温まる大団円。本当に素晴らしい劇でした。いやー、そう言っていただけると頑張った甲斐がありますよ。あ、そうだ、ハンス。ああ、そうだったな。何？どうしたの？ちょっと用を思い出したの。すぐに戻ってくるからそのままおもてなししてて。うん。今の人たちはジルさんにハンスさんと言ったかしら。クローゼのお友達で確か生徒会の人だったわね。はい、今回の劇では監督と演出を担当しました。そう、感謝しなくてはね。本当にルーアン地方でのいい思い出になりました。先生、この子たちにはまだ。ええ、マノリアに帰ってから話します。そして早ければ明日にでも立とうかと。そんなに急に？何何の話だよ。失礼でしょクラム、大人の話に割り込んだりして。いいのよマリ。でもとりあえずは宿屋に帰るとしましょうか。夕食を食べて話はそれからでいいですね。うん。それではクローゼ、エステルさんもヨシオさんも私たちそろそろ失礼しますね。今日は本当にありがとう。素晴らしいものを見せていただいて。あ、ちょっと待って、ジルたちが戻ってくるから。失礼するよ。まあ、コリンズ学園長。久しぶりだのテレサ院長。せっかく来ていただいたのに挨拶が遅れて申し訳なかった。とんでもありません。本当に素晴らしいお祭りに招いていただいて感謝しますわ。生徒たちも頑張った甲斐があるというものだ。事情はクローゼ君から聞いた。本当に大変なことになったものだ。そこでわしらも微力ながら力になれればと思ってな。ジル君。はい、どうぞお受け取りください。これは来場者から集まった寄付金でちょうど100万ミラあります。孤児院再建に役立ててください。100万ミラ！すごい大金ですね。どうしてこんな。今回は公爵やボース市長など多くの名士が来場したからの。例年よりも多く集まったのだよ。学園長、そんないけません。こんなものは受け取れません。遠慮する必要ありませんよ。毎年学園祭で集まった寄付金は福祉活動に使われているんですから。孤児院再建に使われるのなら寄付した方々も納得しますって。でもそんな、ここまでしていただくわけには。先生、どうか受け取ってください。クローゼですが。先生が戸惑う気持ちもわかります。でもどうか考えてみてほしいんです。それだけのミラがあったら孤児院を再建するのはもちろんオートに行く必要もありません。あのハーブ畑だって
放っておかなくてもいいんです。クローゼ君の言う通りだ。亡きジョセフ君と何よりも子供たちのために、あなたはこだわりを捨ててそのミラを受け取るべきだろう。ああ、もうなんとお礼を言っていいのか。ありがとう。本当にありがとうございます。よかった。これで一件落着だね。なあ、オートに行くってなんだよ。何がどうなっちゃってるわけ？いいのです。もう心配しなくても。あなたたちには本当に苦労をかけましたね。別に苦労なんてしたつもりはないけど。それよりも先生、どうして泣いてるのさ。バカね、クラムったら。そんなの嬉しいからに決まっているじゃない。よし、それじゃ。元気でね、エステル、ヨシュア。頑張って修行して声優劇士を目指しなさいよ。任せて。君たちも勉強頑張ってね。
ちゃんたち。みんなそいつは同感だな。アガッタさん。話はギルドで聞いたぜ。随分と厄介なことになってるみたいじゃねえか。人ごとみたいに言わないでよ。カルナさんだってやられちゃったんだから。わかってる。キャンキャン騒ぐな。確かにカルナは一流だ。相当ヤバい連中らしいな。大雑把でいいから一通りの事情を話してもらおうか。はい。なるほどな。妙なことになってきやがったぜ。妙って何がよ。ああ、実はな、レイブンの連中が港の倉庫から行方をくらました。それってやっぱりあいつらが院長先生を襲ったんじゃ。いや、それはどうかな。彼ら程度にカルナさんが遅れを取るとも思えない。そっか、確かにあの連中口先だけでろくに鍛えてなかったもんね。しばらく睨みを利かせておとなしくなったと思ったが、今日になっていきなり姿をくらましやがって、そこに今度の事件ときたもんだ。犯人かどうかはともかく何か関係はありそうですね。ああ、だが今はそれを詮索してる場合じゃない。新米ども、とっとと行くぞ。何よいきなり。一体どこに行くの？わかんねえやつだな。犯行現場の街道に決まってるだろ。あのバカどもがやったかどうかはともかく、できるだけ手がかりをつかんで
犯人どもの行方を突き止めるんだ。なるほど。わかりました。お供します。あ、もうこんな時間？まずいな。これだけ暗いとどこまで調べられるか。なんだ今の鳴き声は。まあ、ジーク、どこに行ってたの？なんだこいつは。クローゼのお友達で白ハヤブサのジークよ。はあ、お友達ね。そう、わかったわ。ありがとね、ジーク。まったくのんきなもんだぜ。で、お嬢ちゃん、そのお友達は何だって？先生たちを襲った犯人の行方を教えてくれるそうです。襲われた時にちょうど見ていたらしくて。面白いジョークだぜ。やった！さすがジーク。うん、お手柄だね。ちょっと待て。お前らそんなヨタ話を信じてるんじゃねえだろうな。僕たちは何度かこの目で確かめていますし。信じないんだったらついてこなけりゃいいのよ。クローゼ、ジーク、行きましょう。はい。こらガキども、待ちやがれ。あの建物ってバレンヌ灯台、ルーアン氏が管理する施設だな。確か灯台森のおっさんが一人で暮らしていたはずだが。でも間違いありません。先生たちを襲った人たちはあの建物の中にいると思います。となると犯人に灯台内を占領されている可能性が高そうだね。見たところ入り口はあそこだけみたい。とにかく入ってみるしかないか。はい。ちょっと待ちな。ジョーちゃん、あんたは。この目で確かめたいんです。何？誰がどうして先生たちをあんなひどい目に遭わせたのか。だからどうかお願いします。そうは言ってもな。ああ、もうケチなこと言うんじゃないわよ。この場所が分かったのはクローゼたちの手柄なんだから。彼女の腕は保証しますよ。少なくとも足手まといになる心配はないと思います。エステルさん、ヨシュアさん。勝手にしろ。だがな、相手はカルナを戦闘不能に追いやった連中だ。くれぐれも注意しとけよ。はい、肝に銘じます。
それじゃ決まりね。早速中に入ろう。よし、充填完了だ。こいつら、あの時の人たち。まさかとは思ったが。おいてめえら、こんなところで何やってやがる。おい、アガットさん危ない。この力。ディーン、てめえ。上等だ。何をラリってるのか知らねえが、きついのをくれて目を覚まさせてやるぜ。意識があるのかないのか、どうにも様子がおかしいわね。とにかくこのままじゃ拉致が開かねえ。一気に制圧しちまうぞ。光よ、我らに恵みを与えろ。お願いします、ヨシュアさん。終わりだ。私の番で。これはどう？みんな行くわよ。ガンガン行くぜ。行くわよ。逃げ場はねえぜ。どんどん行きましょう。ぶちかます終わりだ。ファイナルブレイカー。なんだぜ。お任せください。これは効きますよ。ジーク、そこよ。皆さんお願いします。オッケー。そこです。僕が相手だ。覚悟はいい。断骨剣。ざけんな。行くぜ。燃え尽きやがれ。おまけよ。続けエステル。やっ。信じられない。倉庫で戦った時とは桁違いの強さじゃない。様子も変でしたし、どういうことなんでしょうか。
どうやら何者かに操られていたみたいだな。操られていたって。うん、間違いない。薬品と暗示を併用した特殊な催眠誘導みたいだ。肉体的なポテンシャルも限界まで引き出されている。そんなことできるの？もちろん相当な技術が必要になるのは間違いね。こいつはひょっとしたら。心当たりがおありなんですか？なあ、ちょいとな。とにかく上の階を目指すぞ。こいつらを操っている真犯人どもがいるはずだ。うん、わかった。また出たわね。手加減している余裕はなさそうだね。みんな行くわよ。続いてヨシュア。手当てします。ありがとう。エイスのやつまで。たくだらしがねえな。悪いけど来るなら無力化するだけだ。覚悟しな。続けな。白き光よ、我らに恵みをあげろ。定番だな。どんどん行きましょう。燃えろ。よーし。全力で行きましょう。捉えた。年始婚。ここよ、クローゼ。これは効きますよ。どんどん行きましょう。思いっきりぶちかませ。ジーク、そこよ。もらった。まだまだ。いつでもいける。思いっきりぶちかませ。任せて。解き放つ。どんどん行きましょう。遅い。下がれ。肩をつける。やれ。終わりよ。アガットさん、頼みます。どんどん行きましょう。終わりだ。ファイナルブレイカー。ざまねえ。もらった。させるかよ。容赦はしない。これで終わりだ。さようなら。
は任せてエステル。それ。助かった。お任せください。このまま攻めよう。はっ。行くぜ。おまけよ。行こうよ。砕け。任せて。行くよ。無駄だ。ごめんなさい。操られているだけの方々に剣を向けたくありませんが。ああ、遠慮することはねえ。死なない程度に蹴散らすぞ。せめて手早く終わらせます。後で恨むんじゃねえぞロッコ。背中は任せてエステル。これで決める。やった！オーカ無双撃。蹴散らすわよ。任せろ。僕が相手だ。切り裂け。そこです。頼んだよクローゼ。白き光よ、我らに恵みをください。ここです、アガットさん。燃え尽きやがれ。ざまあねえ。おまけです。させない。お任せください。七葉の輝きよ。はっ。ありがとう。行くよ。全力で行きましょう。捉えた。砕けろ。終わりよ。アガットさん頼みます。助かった。行くぜ。燃えろ。よーし。みんな行こうよ。行きます。どんどん行きましょう。思いっきりぶちかませ。はっ。助かった。ざけんな。こんなところで。
許さないわ。危ねえ、下がってろ。それ。助かった。頼むわアガット。燃えろ。たぎるぜ。行きます。白き光よ、我らに恵みをお返しよ。行くよ。よーし。やっ、燃えてきた。ガンガン行くぜ。燃え上がれ。燃えろ。ぶちのめすぞ。お任せください。たぎるぜ。行きます。しまいだ。守備は上々だったよあれ、ね。この声。君たちよくやってくれた。これで連中に罪をかぶせれば全ては万事解決というわけだね。我らの仕事ぶり満足していただけたかな。ああ、素晴らしい手際だ。念のため確認しておくが、証拠が残ることはないだろうね。安心するがいい。たとえ正気を取り戻しても我々のことは一切覚えていない。そこに寝ている灯台森も朝まで目を覚まさないはずだ。それを聞いて安心したよ。これであの委員長も孤児院再建を諦めるはず。放火を含めた一連の事件もあのクズどもの仕業にできる。まさに一石二鳥というものさ。喜んでもらえて何よりだ。しかしあんな孤児院を潰して何の得があるのやら、理解に苦しむところではあるな。まあいい。君たちには特別に教えてやろう。市長はあの土地一帯を高級別荘地にするつもりなのさ。ほう。風光明媚な街道沿いでルーアン市からも遠くない。別荘地としてはこれ以上ない立地条件だ。そこに豪勢な屋敷を建てて国内外の富豪に売りつける。それが市長の計画というわけさ。はあ、なかなか豪勢な話だ。しかしどうして孤児院を潰す必要があるのだ。考えてもみたまえ。豪華さが売りの別荘地の中にあんな薄汚れた建物があってみろ。おまけにガキどもの騒ぐ声が近くから聞こえてきた日には。なるほどな。別荘地としての価値半減か。しかし危ない橋を渡るくらいなら買い上げた方がいいのではないか。は、あの頑固な女が夫の残した土地を売るものか。だが連中が不在の隙に焼け落ちた建物を撤去して別荘を建ててしまえばこちらのものさ。再建費用もないとすれば泣き寝入りするしかないだろうよ。それが理由ですか。君たちは。そんなつまらないことのために。
先生たちを傷つけて思い出の場所を灰にしてあの子たちの笑顔を奪って。どうしてここが分かった？それよりあのクズどもは何をしてたんだ？残念でした。みんなおねんねしてる最中よ。しかしまさか市長が一連の事件の黒幕だったとはね。しかもどこかで見たような連中も絡んでいるみたいだし。ほう、娘、我々を知っているのか。そこの赤毛の遊撃士とは少しばかり面識はあるが。何が面識だ。ちょろちょろ逃げ回った挙句魔獣までけしかけてきやがって。だがこれでようやくてめえらの尻尾をつかめるぜ。君たち、そいつらは全員皆殺しにしろ。顔を見られたからには生かしておくわけにはいかない。先輩、本当に残念です。まあクライアントの要望とあらば仕方あるまい。相手をしてもらおうか。望むところだっての。たとえ雇われてやったとしてもあなた方の罪は消えません。銃剣の威力たっぷりと味わいやがれ。さて実力はいかほどか。やるからには失望させるなよ。言ってくれるじゃない。だったら存分に味わいやがれ。彼らの強さも知らないでバカな連中だ。外野から偉そうにしちゃってムカつくわね。お願いですからそれ以上は言葉を控えてください。後輩のくせに生意気な。調子に乗るなよ遊撃士ども。苦労開始。覚悟するがいい。感謝します。そこまでだ。させるかよ。下がれ。出番だな。燃え上がれ。決めるぜ。ファイナルブレイカー。おまけよ。続けヘステル。これはどう？みんな行こうよ。させるかよ。そこまでだ。容赦はしない。下がれ。ざけんな。いつでも行けます。これは効きますよ。どうか導きをバイスアウル。よーし。覚悟するがいい。吹き飛べ。そこまでだ。終わりだ。お任せください。七葉の輝きよ。
そこだ。逃がされ。スタンドでアガットさん。おう砕けろ。たぎるぜ。行くよ。気張って遅い。下がれ。ノラド、あんたつらの動きレイブンや空賊の連中とは全然違う。どうやら特殊な訓練を受けてるみたいだ。どんな相手だろうが関係ねえ。徹底的に叩きのめすぞ。決まっていいぞ。飛ばすわよ。これはどう？焦らずに行こう。はあ、旋風おまけです。はあはあ、悪いな。させない。そこまでだ。ざけんな。させるかよ。くらえ。お返しよ。終わりだ。お返しよ。そこま手当てします。サンクス。そこまでです。これは効きますよ。でだ。危ねえ。下がってろ。ここです。光、その輝きで傷つきし翼たちを癒せ。リヒトグライス。助かるわ。助かった。まだまだ。ここです。アガットさん。覚悟するがいい。逃げ場はねえぜ。ほらよ。そこだ。よーし。思いっきり。これで決める。はっ。やった。オーカ無双撃。蹴散らすわよ。任せろ。スキャリ。燃えてきた。いつでも行ける。スキャリ。終わりだ。手当てします。ありがとう。させるかよ。終わりだ。下がれ。そこまでだ。お返しよ。返り討ちだ。どんどん。いつでも行ける。本気で行くよ。はあ、急げ。そこです。スキャリ。もっと早く。アガットさん頼みます。終わりだ。そこだ。これはそ
想定以上か。行きます。これは効きますよ。崩れました。行きましょう。了解。まだまだ。威勢だけではないようだ。そんなバカな。市長秘書ギルバートおよびそこの黒坊主ども、遊撃士協会規約に基づきてめえらを逮捕拘束する。諦めて投降しやがれ。なかなかやるな。真っ向からの勝負ではやはり遊撃士は手強い。隊長の忠告通り油断すべきではなかったか。隊長、ひょっとして空賊と交渉していた赤い仮面をかぶった人ですか？そのことも知っているとは。さすがギルドの犬ども、なかなか鼻が利くようだな。負けたくせに何余裕かましてんのよ。いいから武器を置いてとっとと降伏しなさいよね。それはできんな。何のつもりよ。動くな。それ以上近寄ればこいつの頭が吹き飛ぶぞ。君たち雇い主に向かってどういうつもりだ。勘違いするな若造。我々の雇い主は市長であって貴様ではない。市長にしたところで同じこと。利害が一致していたから協力していたに過ぎん。お前がここで死のうが我々は痛くも痒くもない。撃つな、撃たないでくれ。こらいい加減にしろや。そんな下手な芝居打って逃げられると思って。足が、僕の足が。先輩。どうやら本気みたいですね。これでも納得しないならこちらの灯台森の頭を打ち抜いてもいいのだが。やめなさいよ。その人は関係ないでしょ。ならばしばらくの間離れていてもらおうか。そうだな、階段の近くまで下がれ。仕方ねえな。いいだろう。それではさらばだ。待ちなさいっての。逃がすかおら。脱出用のワイヤーロープ。なんて用意周到なやつらなの。秘書野郎とバカどもの面倒は任せたぞ。俺はこのまま連中を追う。お前らは今回の事件をジャンに報告して指示を仰げ。なんて無茶なやつ。ねえ、私たちも追おうか。いや、アガットさんが言ってただろう。秘書やレイブンの人たちを放っておくわけにはいかないよ。そうですね。自業自得とはいえ足に怪我をしていますし。そっか、悔しいけど
あの連中はアガットに任せるしかなさそうね。クローゼ、どうしたの？エステルさんたちはギルドに行かれるんですよね。私やることを思い出したので先に行っててもらえませんか？すぐに追いつきますから。構わないけど、一旦学園に戻るのかい？はい、一応学園長にも報告しておこうと思いまして。そっか、分かったわ。ギルドで待ってるからね。ごめんなさい、エステルさん、ヨシュアさん。これでいいわ。ジーク。
なかなかいい話だ。確かにこのルーアンは別荘を持つには絶好の場所だ。しばらく滞在してよくわかった。そうでしょうとも。その高級別荘地の中でもとりわけ素晴らしい場所に閣下の別荘を用意いたします。必ずや気に入っていただけるかと。お主、なかなか話がわかるな。いいだろう、ミラに糸目はつくん。次期国王にふさわしい豪華絢爛な別荘を用意するがいい。そうだな、最低でもこの屋敷くらいは欲しいところだ。閣下、しばしお待ちを。女王陛下に相談もせずにそのような巨額の出費は。黙れフィリップ、私は次期国王だぞ。このくらいの買い物は当然だ。いやはや、公爵閣下ならば分かっていただけると思いました。後で契約書を持ってこさせます。その前にもう一本。おっとっと。こんにちは、遊撃士協会の者です。君たちは。なんだお前たちは。どこかで見たような顔だが。おお、いつぞやの。こんにちは、執事さん。ちなみに今日はそこの市長さんにお話があって来ただけだから。困るな君たち。ギルドの遊撃士ならば礼儀くらいわきまえているだろう。大切な話をしているのだから出直してきてくれないかな。何分緊急の話なので失礼の段はご容赦ください。実は放火事件の犯人がようやく明らかになったので。その件か。仕方あるまい。公爵閣下、しばし席を外してもよろしいでしょうか。いや、ここで話すといい。どんな話なのか興味がある。しかし。いいじゃない、公爵さんもああ言ってるし。聞かれて困る話でもないでしょ。まあそれはそうだが。そういえば昨夜はまたもやテレサ院長が襲われたそうだな。放火事件と同じ犯人だったのかね。その可能性が高そうです。残念ながら実行犯の一部は逃亡している状況ですが。そうか。だが犯人が分かっただけでもよしとしなくてはならんな。ちなみに誰が犯人だったのかね。それなんだけど、市長さんが考えている通りの人たちだと思うわよ。そうか、残念だよ。いつか彼らを更生させることができると思っていたのだが、単なる思い上がりに過ぎなかったようだな。あれ、市長さん誰のことを言ってるの？誰って君。レイブンの連中に決まっているだろうが。昨夜から行方をくらませているとも聞いているしな。残念ですが彼らは犯人ではありません。むしろ今回に限っては被害者と言えるでしょうね。何？今回の事件の犯人、それはダルモア市長、あんたよ。秘書のギルバートさんはすでに現行犯で逮捕しました。あなたが実行犯を雇って孤児院放火と寄付金の強奪を指示したという証言も取れています。この証言に間違いはありませんか？でたらめだ。そんな黒装束の連中など知るものか。
あれ、おかしいな。私たち黒装束だなんて一言も言ってないんだけど。知らん。私は知らんぞ。全ては秘書が勝手にやったことだ。往生際の悪いおじさんね。高級別荘地を作る計画のために孤児院が邪魔だったと聞いています。これでもまだ容疑を否認しますか？しつこいぞ君たち。確かに随分と前から別荘地の開発は計画されている。だがそれはルーアン地方の今後を考えた事業の一環に過ぎん。どうして犯罪に手を染めてまで請求に事を運ぶ必要があるのだ。それは莫大な借金を抱えてるからでしょ。なんやる。どうしてここに？いやな、そこの市長さんを取材しようと屋敷まで来たらお前たちが入っていくじゃねえか。こりゃ何かあるなと思ってお邪魔してみたらこのありさまだ。いやー、一部始終聞かせてもらったぜ。なんだね君は。ああ、リベール通信の記者ナイアル・バーンズと言います。実はですね、最近のルーアン市の財政について調べさせてもらったんですが、ダルモア市長、あなた市の予算を使い込んでますな。それは別荘地造成の資金として。そいつは通りませんぜ。まだ工事は一切始まってない。ちょいと妙だと思ったんで飛行船公社まで足を伸ばしてあなたの動向を調べたんですよ。するとあら驚き、1年ほど前に共和国方面にたびたびいらっしゃってますね。ただの観光だ。というのは表向きの理由。本当の理由はあちらの相場に手を出して大やけどを負ったからでしょ。相場って何？市場の価格差を利用してミラを稼ぐ売買取引です。ある品が安い時に買い込んで高くなったら売るような。あ、なるほど。それでこの市長さんはどれだけ損しちゃったわけ？共和国にいる記者仲間に調べてもらった限りではおよそ1億ミラってとこらしい。1億ミラ？寄付金の100倍ですか。確かに犯罪に手を染めても不思議ではない金額ですね。1億とはな。私もミラ使いは荒い方だが、さすがにお主には乾杯だぞ。何競ってるんだか。まあそんなわけで莫大な借金を返すために市の予算に手を出したはいいが問題を先送りにしただけだ。どうするものかと思っていたらまさか放火や強盗までして別荘地を作ろうとするとはね。なんと言いますか、行き当たりばったりですな。そんな証拠がどこにある？憶測だけで記事にしてみろ。名誉毀損で訴えてやるからな。あらまあ開き直った。貴様らもそうだ。市長の私を逮捕する権利は遊撃士協会にはないはずだ。今すぐここから出ていくがいい。やっぱりそうきたか。さすがに自分の権利はちゃんと分かってるみたいだね。市長、一つだけお伺いしてもよろしいですか？なんだ君は。王立学園の生徒のくせにこのような輩と付き合って、とっとと学園に戻りたまえ。
どうしてご自分の財産で借金を返さなかったんですか？確かに1億ミラは大金ですが、ダルモア家の資産があればなんとか返せる額だと思います。例えばこの屋敷などは1億ミラで売れそうですよね。バカなこと！この屋敷は先祖代々から受け継いだダルモア家の誇りだ。どうして売り払うことができよう。あの孤児院だって同じことです。多くの思いが育まれてきた思い出深く愛おしい場所、その思いを壊す権利なんて誰だって持っていないのに、どうしてあなたはあんなことができたんですか？あのみすぼらしい建物とこの屋敷を一緒にするな！あなたは結局自分自身が可愛いだけ、ルーアン市長としての自分とダルモア家の当主としての自分を愛しているだけに過ぎません。かわいそうな人。よくぞ言った小娘が。こうなったら後のことなど知ったことか。ファンゴ、ブロンコ、餌の時間だ、出てこい。なんなの？獣の匂い。なんだ？魔獣？公爵閣下。信じられません。魔獣を飼ってるなんて。お前たちを皆殺しにすれば事実を知る者はいなくなる。こいつらが食い残した分は川に流してやるから安心したまえ。狂ってやがる。こんな屋敷の中で魔獣と戦うことになるなんて。でもこれで現行犯として市長を逮捕することができる。あなたたちに恨みはないけれど、人を傷つけるつもりならば容赦はしません。行きます。髪型か。前に関所で戦った奴らとわけが違うわね。まあ体格が段違いな上にかなり血に飢えているみたいだ。エステルさん、ヨシュアさん、力を合わせて乗り越えましょう。お前たちやられるんじゃねえぞ。白き光よ、我らに恵みを。ありがとう。お願いします、ヨシュアさん。どんどん行きましょう。捕らえた。エステル、頼んだ。ここが攻め時よ。させない。お返しよ。甘い。私の番ね。全力で行きましょう。これはどう？旋風行きます。まだまだ。
相手だ。させない。行こうよ。これはどう？そこよ。はあ。行きます。流れを変える。全力で行きます。手当てします。サンクス。容赦はしない。全力で行きましょう。これで終わりだ。沈む。ヨシュアさん、了解。やっ。もっと早く。頼んだよ、クローゼ。どうか導きをバイスアウラ。ありがとう。あったまってきた。これはどう？慎重に行きましょう。みんな行こうよ。私の番で。これはどう？焦らずに行こう。行きます。これは効きますよ。ジーク、そこよ。手当てするよ。サンクス。させない。流れを変える。ゴーゴー、よっしゃ。おまけよ。バンゴ、ブロンコ、一体何を手こずっている？早くこいつらを始末しろ。ちょっぴり同情できなくもないけど、来るなら容赦はしないわよ。このまま一気に終わらせましょう。これはどう？飛ばすわよ。慎重に行きましょう。吹き飛べ。クローゼ、了解です。おまけです。はあ。危険だな。気張っていきましょう。慎重に行きましょう。危険だな。慎重に行きましょう。おまけよ。もっと早く。
任せください。気張っていきましょう。焦らずに行こおいしい。まだまだ。任せて。これで終わりだ。さようなら。続いて。もらったわ。行こうよ。全力で行きましょう。砕け。そこです。燃えてきた。お返しよ。私の番ね。これはどう？見えた。逃がさない。お返しよ。危険だな。気張っていきましょう。慎重に行きましょう。それ。大丈夫ですか？助かった。ないありません。なんで？危ないところが助けられます。覚悟してください。なんとか立て直そう。今だ。光、その輝きで傷つきし翼たちを癒せ。リヒトグライス。サンクス。助かった。まだまだ。させない。危険だな。全力で行きましょう。危険だな。全力で行きましょう。せい。切るんだ。ヨシュアさん。了解。危険だな。どんどん行きましょう。全力で行きましょう。せい。そこです。もっと早く。なんだと。やるじゃねえかお前たち。ようやく一体は倒せました。相方がやられてめちゃくちゃ頭にきてるみたいね。ああ、危険だな。最後まで気を緩めず戦おう。ゴーゴー。
流れを変える。解き放つ。決まっていきましょう。覚悟はいい。一気に決めよう。お任せください。そこです。頼んだよ、クローゼ。どんどん白き光よ、我らに恵みを。ありがとう。お任せください。これは効きますよ。まだまだお願いします、ヨシュアさん。おまけよ。もっと早く。行こうよ。全力で行きましょう。成敗食らえ。続いてヨシュア。全力で行きましょう。駆動開始。炎よ。お任せください。これは効きますよ。はあ、とどめ。バカな私の可愛い番犬たちが。貴様らよくもやってくれたな。それはこっちのセリフだっての。遊撃士協会規約に基づき、あなたを現行犯で逮捕します。投降した方が身のためですよ。こうなっては仕方ない。奥の手を使わせてもらうぞ。スエ。時よ、燃えよ。体が動かない。これはオーバルアーツなのか。違います。これはおそらくアーティファクトの力。なんだそりゃ。おお、クローゼ君は博識だな。これぞ我がダルモー家に伝わる家宝、アーティファクト封じの宝条。一定範囲内にいる者の動きを完全に停止する力があるのだよ。なんてデタラメな力。こんな強力なアーティファクトが教会に回収されずに残っていたのか。さすがは古代文明の英知の結晶。戦術オーブメントごときとは比較にならぬ力を備えている。もっとも一つの機能しか持っていないのが難点だがね。仕方ないから、君たちの始末は私自らの手で行ってあげよう。光栄に思うのだな。まずはそうだな、生意気な小娘から始めて。何が生意気よ。最後に逆知らな小娘の息の根を止めるとしようか。さっきの威勢はどうした？命乞いでもすれば
助けてやらんでもないぞ。誰があんたなんかに。汚い手でルナ。何？汚い手でエステルに触るな。もしも毛ほどでも傷つけてみろ。ありとあらゆる方法を使ってあんたを八つ裂きにしてやる。ヨシュアさん。指一本も動かせぬくせにいきなりよってからに。いいだろう、貴様の始末を先にしてやる。やめなさいよ。ヨシュアを傷つけたら絶対に許さないんだからね。ヨシュアさん死ねえ。ダメー。この光は。くそ、この手が動けばカメラを。なぬ体の自由が戻った。エステル、今の黒い光は。父さん宛てに届いたあの黒いオーブメント。これが光ったみたいだけど。そんなバカな。家宝のアーティファクトがこんなことで壊れるものか。どちらにせよあなたの切り札はもうない。現実を見た方がいいんじゃありませんか。そうよ。よくも悪趣味なやり方でいたぶってくれたわね。最低です。誰が捕まるものか。追いかけるよ。はい。待ちやがれ。こんなスクープ逃してたまるかってんだ。やれやれ、寿命が縮みましたぞ。閣下、大丈夫ですか閣下。魔獣が。あれはダルモア市長のヨットです。待ちなさいっての。このボートで追いかけよう。さあ二人とも乗って。はけ。ほら俺も乗せやがれってんだ。よし、近づいてきた。こちらの方が小型な分船体は軽いみたいですね。しつこいやつらだ。これでも食らえ。おりゃー。何？遊撃士をなめんじゃないわよ。よしはそのまま右側につけちゃって。了解。いきなり速くなった。これは沖合を流れる風です。まずいな。こうなったらヨットの方が断然有利だ。なんですって。
イドスは私の方に微笑みかけてくれたようだな。それではさらばだ、コグスども。冗談じゃないわよ。あと一歩のところで。このままだと高飛びされかねない。何か手段は。何？来た。逃げたはいいが、これからどうしたものか。やはり軍の手が回る前に帝国に高飛びするしかないか。何、しばらく我慢すれば彼が何とかしてくれる。なんだこの飛行船は。王国軍の、いや、この紋章は王室親衛隊所属高速巡洋艦アルセイユ。それがこの艦の名前だ。やれやれ、なんとか間に合ったみたいだな。青と白の軍服、女王陛下の親衛隊だと。その通り。自分は中隊長を務めるユリア・シュバルツという。ルーアン市長モーリス・ダルモア殿、放火、強盗、横領など諸々の容疑で貴殿を逮捕する。これは夢だ。夢に決まっている。これってどうなっちゃってるの？ジャンさんが連絡してくれた王国軍の応援だと思うけど、それにしては来るのが早すぎるような。やあ、遊撃士の諸君。諸君の協力に感謝する。後のことは我々に任せてほしい。先ほど目を覚ました市長を問い詰めたのだが、どうやら記憶が曖昧になっているようだな。放火や強盗の犯行についてもぼんやりとしか覚えてないらしい。そうなんだ。なんか空賊の狩猟みたい。あの黒装束たちといい、何か関係があるかもしれないね。まあ記憶が曖昧といっても起こした罪は明白だからな。秘書ともども厳重な取り調べが待っているのは言うまでもない。何か判明したら遊撃士協会にもお知らせしよう。助かります。ところで注意さん、一つお願いがあるんですがね。何かな、記者殿。できれば俺もそちらの船に乗せてくれませんかね。なんといってもツァイス中央工房が世に送り出す最新鋭の飛行船だ。ぜひとも取材させてほしいんですよ。申し訳ないがお断りさせていただこう。このアルセイユは先日偽装が終わったばかりで試験飛行を行っている段階なのだ。正式なお披露目が行われるまでどうか報道は控えていただきたい。そこをなんとか。逮捕された市長や秘書からもコメントをもらいたいところだし。心配せずとも
判明した事実は王都の通信社にもお伝えしよう。そのあたりで勘弁してほしい。はあ、仕方ないか。よし、こうしちゃいらねえ。記事を書いたら大急ぎで王都に戻るしか。そんじゃ失礼するぜ。相変わらずたくましいっていうか、めげないっていうか。でもナイエルさんらしいね。リベール通信の発行部数は最近うなぎ登りだと聞いている。彼にはプロパガンダにとらわれない記事を書いてほしいものだが。プロパガンダ？いや、お手柄だったようだね、シバルツ中尉。これは大佐殿。リシャール大佐。おお、いつぞやの。なるほど、ギルドの連絡にあった新人遊撃士とは君たちのことだったか。ジャンさんが連絡したのってリシャール大佐のことだったの？ああ、王国軍の司令部があるレイストン要塞に連絡が入ってね。慌てて駆けつけてみればすでにことが終わっていたとはな。見事な手際だ、シュバルツ中尉。は、恐縮です。でも不思議ですこと。王都にいる親衛隊の方々がこんなところに来ているなんて。どうやら我々情報部も知らない独自のルートをお持ちのようね。お戯れを。可能ネ隊、あまり絡むものではないな。ただ陛下をお守りする親衛隊が他の仕事をするのも感心はしない。後の調査は我々が引き継ぐからレイストン要塞に向かいたまえ。そこで市長たちの身柄を預からせてもらうとしよう。は、了解しました。我々はこれで失礼するよ。親衛隊と遊撃士の諸君、それから制服のお嬢さん。機会があったらまた会うこともあるだろう。それではさらばだ。ごきげんよう。気のせいかもしれないけど、今リシャール大佐クローゼの方を見てなかった？そうでしょうか。確かにこういう場所に君みたいな学生がいるのはあまりないことだろうからね。不思議に思われたのも無理ないよ。本当にそうですよね。ちょっと反省です。そんな雰囲気じゃなかったような。自分に言わせれば君たちだって十分驚きの対象だ。いくら遊撃士とはいえその若さでここまで活躍するとは。できれば親衛隊にスカウトしたいくらいさ。やだな、そんなおだてないでくださいよ。今度の事件だっていろんな人に助けてもらったし。そう謙遜するものではない。まだ準遊撃士のようだが正遊撃士は目指さないのかな。今ちょうどそれを目指して修行中なんです。女王生誕祭が始まるまで一通り国内を回ってみるつもりです。そうか、自分も応援しているよ。ユリア隊長、出港の準備が整いました。なあ、分かった。エステル君、ヨシア君、それとクローゼ君もそろそろ我々は失礼する。機会があったらまた会おう。はい。その時はよろしくお願いします。ありがとうございました。
大使一同敬礼。王室親衛隊所属艦アルセイユテイクオフ。敬礼しながらファンファーレを鳴らすなんて、なんか圧倒されっぱなしだわ。そうだね。船も最新式のものみたいだし、さすが女王陛下の安全を守るエリート部隊だね。そうですね。しかしユリア中尉ってかっこいい女の人だったよね。なんだかクローゼが演じた青騎士オスカーみたいな感じ。私もそう思いました。面白い偶然ですよね。はあ、まさか王都の親衛隊がやってくるとはね。しかも噂の最新鋭艦アルセイユのお出ましとは。僕も受付の仕事がなかったら見に行きたかったんだけどな。ジャンさんって意外にミーハーだったのね。でもジャンさんが連絡したのはリシャール大佐だったんでしょ？ああ、レイストン要塞の司令部に彼がいたもんだからね。どうして親衛隊が駆けつけたのかはわからないが、まあ軍の連絡系統にもいろいろあるってことなんだろうね。通常の正規軍に加えて国境師団、情報部、王室親衛隊、確かに複雑そうですよね。でも今回の事件は事後処理が大変そうですね。今後ルーアン地方の行政はどうなってしまうんでしょうか。ああ、そうか。市長が逮捕されちゃったし。とりあえずは王都から市長代理が派遣されると思う。市長の有罪が確定すればいずれ選挙が行われるだろうね。そうそう、孤児院については正式な保証が行われると思うよ。そうですか。よかった。これもみんなエステルさんたちのおかげです。本当にありがとうございます。やだな、水臭いこと言わないでよ。そうだね、当然のことをしただけさ。それに僕たちだけじゃなくてアガットさんの協力も大きかったしね。そういえばねえジャンさん、アガットから何か連絡はあった？ああ、それなんだが、残念ながら黒装束の連中は取り逃してしまったらしい。他にも仲間がいたみたいでね、待ち伏せの襲撃にあったそうだよ。大丈夫だったんですか？ああ、なんとか切り抜けたらしい。そのまま連中を追ってサイス方面に向かうそうだ。今頃はルーアン地方から離れている頃じゃないかな。なんかハードなことやってるわね。まあ慣れっこだろうよ。しばらく前からアガットはあの連中を追いかけているんだ。どうやら君たちのお父さんに頼まれた仕事らしいけどね。父さんが？どうしてそういうことに？レイブンにいたアガットを更生させたのは他ならぬカシウスさんだからね。なんだかんだ言ってあの人には頭が上がらないのさ。そうだったの？アガットはああいう性格だから感謝しないで突っ張っているけどね。なるほど、僕たちに対する厳しい態度もそれが原因かもしれないですね。すごくそれっぽいわね。ってやっぱり父さんのとばっちりじゃないのよ。エステルさんたちのお父様といえば確か。どうしたの？
飛長艇で黒い光が溢れた時に。あ、それがあったか。いろいろありすぎてつい忘れちゃってたけど、これ一体何なのかしら。それのおかげで助かったけど、少し不気味な感じはするね。珍しい色のオーブメントだね。どういった由来のものなんだい？それがR 博士に K か。ひょっとしたら。知ってるの？いや、心当たりというほどじゃないんだが、それの由来を調べたければサイス地方に向かった方がいいかもしれない。サイス地方？知っての通り、サイス市はオーブメント生産で有名な場所だ。工房都市とも言われており、博士の肩書きを持っている人も多い。なるほど。たとえ博士が見つからなくても、その黒いオーブメントの正体がわかるかもしれませんね。でも私たちここで修行する必要もあるし。こんなこともあろうかと、ちゃんと用意しておいたのさ。いいんですか？空賊事件の時と同じさ。これだけの大事件を解決されちゃ渡さないわけにはいかないからね。査定と報酬も用意してあるよ。ランクアップだ。おめでとう。それじゃあ報酬を渡そう。学園祭の出演料まである。何から何まですみません。なーに、正当な報酬さ。僕も君たちには一刻も早く声優劇士になってもらいたい。その方が君たちの力をもっと活かせると思うからね。ありがとう、ジャンさん。期待に応えられるよう頑張ります。よかったですね、エステルさん、ヨシュアさん。ちょっと寂しくなってしまいますけど。クローゼ。そうだね、僕たちも名残惜しいよ。わがまま言ってごめんなさい。出発の日が決まったら私にも教えていただけませんか？エアレッテンの関所まで見送らせていただきますから。